皆さん、こんばんは。時刻23時になりました。この時間はですね、私、山口の方で、地震の、仕組みというような話でですね、ちょっと進めていきたいというふうに考えております。本線とはちょっと別枠ということになります。で、いつもこの席で、地震のお話しするときというのは、本編とはね、別の枠で配信をしておりまして、もしですね、実際に大きな地震が今発生をした場合、私ですね、そちら本線の方での、地震の解説に入りますので、このお時間は、途中で終わるのか、一旦間挟むのかということで、進めていきたいというふうに考えております。そこはちょっとご了承いただければと思います。そしてですね、またいつもこのチャットで私ここに今開いておりますけれども、このチャットで皆さんからの質問もお受けしたいというふうに考えております。で、この質問の時にですね、この皆さんね、私がこっち向いた時に皆さん一生懸命書いていただくということで、どうしてもちょっと速度が速くなってしまいまして、私ちょっと見落としてしまいがちですので、今日はまた60秒の低速モードにしております。一回書き込んでいただいた後はまた1分ぐらい経ってから、再び書いていただくと、ちょっとこの流れる速さも遅くなってですね、私の見落としも少なくなるかというふうに思いますので、そのあたり、ちょっとチャットの速度も今調整をしているといった状況になります。というわけでですね、進めていきたいというふうに考えております。そうですね、タイトルのところにね、さっきもこの番組前に出ておりましたけれども、えー山口が時明かすかなんか書いてましたけれども、そんな難しいというか、私そこまでの実力もございませんので、世の中のこの研究者の方がですね、解いてきたところを、ベースに、お話をしていきたいというふうに考えております。いつもはこの地震のお話しするときは、テーマは結構フリーで、地震、津波だったり、たまに火山だったり、そういったところを、質問をね、このベースにお話をしていくということになるんですけども、今回はですね、ちょっとさっきの通り、5つばかりテーマを、設けております。地震はなぜ起きるのか、地震の種類、そして人工地震ですね、地震予知はどこまで可能、そしてあの地震は何が原因だったのか、このあたり5つぐらいに分けて、そのお話をベースにして、それぞれのところで質問いただければというふうに考えております。とはいえ、あまりビシッと決めてやるのもあれですので、他のね、分野というか、他のこのテーマでの、質問などもいただければというふうに考えております。ですので、そんなにね、難しい話もするつもりもございませんし、気楽に、聞いていただきまして、気楽に書き込んでいただければというふうに考えております。ということでですね、その5つあった、テーマということになるんですけれども、一番最初のやつ、こちらでございますと、出ますでしょうか。そうですね、地震はなぜ起きるのか、もう根本ですよね。もうベースになるお話となります。地震というと、もう読んで字のごとし、大地が揺れるとこういう現象になります。日本でしたらね、もう毎日です。一日中体に感じる地震が起きないっていう日はね、もうほぼないです。稀にありますけども、ほぼない。体に感じない小さな地震でしたら、もうね、一日でも何十回では聞かないですね。何百回と、起きるぐらい、大変ですね、地震の多い、国となります。地球規模で見ればね、もっとたくさんの地震が起きているわけなんですけども、そのなぜ起きるのか、そこから、ベースからね、ちょっと行きたいというふうに思います。で、まずこれがですね、この1ヶ月、今日の22時11分までの30日間に起きた地震をプロットしたものになります。色分けはね、震源のこの深さを見てますね。深さを見てます。で、これだけ起きてます。これも体に感じない非常に小さな地震も含めてということになるんですけども、1ヶ月の間で起きなかったところの方がね、むしろ探すのが難しいぐらい。北海道の、内陸部など、オホーツク海岸などが、少ないですね。あとは東北でもね、東北太平洋側は圧倒的に多いんですけども、山形などがね、結構少ないです。他は隙間は多少ありますけれども、それでもね、ごく
一部ということになりまして、たくさんの地震が、日本列島では起き続けているということになります。で、この、地震がなぜ起きるのか、そうですよね。もう突き詰めていくと、それは地球があるからだっていう話になってくるんですけども、地震っていうのは結構ね、この地球の中でもものすごい薄っぺらい表面のところで起きているのがね、大半なんです。こちらの図が、これですね。これがね、地球の構造を見たものになります。で、そうですね。地学の、教科書にも出てきますよね。この、それぞれ地球、表面、そしてちょっと内部、で、さらにその内部、というような形で層状に、なっています。で、外側から地殻って言いますね。そしてその次に出てくるのがマントル、そして外殻、内殻となります。で、地震が起きているのは、この表面部分、地殻部分と、これよくね、もし地球をリンゴに見立てた時に、地殻部分というのはリンゴのその薄皮、外の皮の部分をいうぐらい薄っぺらいものです。これちょっと誇張してあるのでちょっと分厚く見えておりますけど、本当にもっと薄っぺらい。で、その次にマントルっていうのがあります。マントルは2つ線が引っ張ってありますけれども、1つが上部マントル、そしてその下が下部マントルって言いますね。で、地震はこの上部マントル、だいたい深さ700キロぐらいの700キロメートルぐらいのところまでで、起きるのが、地震ということになります。それより深いところでは、基本的には地震というのは起きない、表面だけでの、現象ということになります。で、じゃあその地震はなぜ起きるのか。原因はやっぱね、表面のところに、多くはあるということになります。特にこの地殻部分がね、圧倒的に地震多いんですけども、そうですね。やっぱりね、地震が起きるのはなぜかというと、地球ってこの、岩石の塊ですよね。真ん中の部分は金属です。金属というふうに言われてますけども、おおむね岩石でできてます。で、岩石ですから、脆いというか、圧力が加わったり、引っ張られる力が加わったりすると、割れちゃうんですよね。で、その割れるっていう現象、そこでエネルギーが解放されて、周辺に地震波を放出していく。それで地面の方のこの我々がいるこの地表面の方にその揺れが伝わる。それがね、地震ということになります。押したり引っ張ったりっていうところで、岩盤に歪みがたまる、エネルギーがたまるっていうのが、原因というお話しましたけれども、どういう時に起きるのかっていうと、これはね、地震の起こす、そうですね、これちょっといきましょうか。これも地震の仕組みって書いてますけれども、これがね、もう基本的なこの構造。で、ここに書いてある図のうち、この辺りですね、この辺り、この辺りは、これ全部、さっきの地殻部分です。地殻部分。グレーとかね、茶色で表現されているのは地殻部分で、岩盤が押し合い、へし合いをして、それがこのエネルギーを溜めてしまう。で、限界が来るとバリッと割れる。いろんなタイプの地震がありますね。これ後の地震の種類のところでもお話しますけれども、いろんなタイプの地震が起きますということで、これがね、基本構造。で、もっと下の方にこう伸びてますね。ぐーっと伸びてますね。これがさっきのマントルの中に入っていってる部分なんです。地殻の下のマントルの部分に入っていっているところでして、マントルって何ですかっていうと、岩石でできているものになるんですけども、さっきの上部マントルと下部マントルっていうのがありましたけれども、硬さがね、違うんです。で、上部マントルっていうのは、ちょっとだけ柔らかいんです。柔らかいといっても岩石ですから基本硬い。地震というのは液体の中ではね、起きません。硬いところにエネルギーが溜まってバリッと割れないとダメなんで、この硬い部分、硬くないと地震というのは起きないんですけども、この上部マントルっていうのはね、ちょっとだけ流動性がある部分なんです。下部マントルの方はもっと硬いんですよね、こっちは。こっちは圧力が凄まじくてですね、もう固まってしまっているんですけども、この上部マントルっていうのは温度も高いですし、岩石圧力がちょっとだけ低いので、溶けちゃってる、若
干溶けちゃってるということで流動性があると。で流動性があると言ってもさっきのねこの、こちらなんですけれどもさっきの、沈み込むにあたってはエネルギーを貯めてバリッと割れてしまう。それによって、地震が起きるということになります。深さ700キロぐらいまでっていうお話しましたけれどもね、非常に深い場所で起きる地震というのも、存在しています。大半は、この浅い場所、せいぜい深さが数十キロぐらいまでですね。人間のレベルでいくと凄まじく深いんですけども、地球表面、ごくごく地球表面で起きる浅い部分で起きる地震というのが大半を占めるということになります。硬い岩盤同士が押し合いへし合いしてそのエネルギーがたまれば、エネルギーを放出する、割れてしまう、これが地震が起きる、根本ということになります。で、地震っていうと、そのような形で、岩盤が割れるということになるんですけども、そうなんです。岩石質であればですね、いろんな星でも起きうる現象なんですよね。時々私も話しますけど、月震っていうのがあります。月でもね、地震起きてます。これはね、なんで起きるかっていうと、多くの場合は、目立ったやつとしては、結構ね、月っていうのは大気もありませんから、このまたなんだ、温められるところとこの冷たい、日差しが、ごめんなさい、太陽が当たらないところ、非常にねこの明確に分かれているということで、その太陽が当たるところはどんどん表面温まっていくんです。で、太陽が当たらないところはもうどんどん冷えていく。その温度差によってこの月がねちょっと収縮してしまう。その収縮力が岩盤を割って非常に小さいものですけれどもね、地球に比べると、月震を起こすということになります。ですので身近なところでいくとその月でも、大地が揺れるということは起きうるということになります。他の星でいくとそうですね、木星とか土星みたいにですね、ガス質の、球体惑星に関しては起きないんじゃないかなと思います。深いところに行くとね、ちょっと凍ったりしてるかもしれませんけれども、岩石がこの割れての、いわゆる地震的なものっていうのは起きないんじゃないかなと思いますけども、そうですよね。土星の衛星とかでも火山があったりもしますよね。ああいったところ、岩石質のところだと、起きていても全然おかしくはないということになります。そういったところがね、地震がなぜ起きるかということになるんですけども、そうだ。たまにはそうですね、チャットもちょっと拝見をしながらですね、進めていきたいというふうに思うんですけども、そうですね、地球の潮汐力、そうですね、地球にもね、太陽のこの重力、引力、影響を受けて、それで多少ね、縮んだり、伸びたり、しているんですけども、ですね、満月の時には地震が起きやすくなるみたいな説もありますけれども、それもね、太陽による潮汐力ですね。太陽による潮汐力が働いて、ちょっと変形をする。それによって地震が起きやすくなるんじゃないかな、みたいなことも、言われております。そうですね。そうですね。なぜプレートが移動するんですか。そうですね。これがまさにね、今からお話をしようとしてたところなんです。これもさっきのね、岩盤がこう割れる、岩石質が割れるっていうところになるんですけども、そうなんです。プレートってもうあれですもんね、皆さん、この番組でも相当耳にされているんじゃないかなと思います。プレートテクトニクスっていう考えがありましてですね、それに伴うこの研究っていうのも結構されているんですけども、地球で起きる地震の本当にね、大半はそのプレートテクトニクス、絡んでいるということになります。で、プレートって何ですかっていうと、これですね、この絵も、ちょっと待ってくださいよ。この絵も、時折お見せしてたと思うんですけども、地球表面を覆う、岩盤です。地球表面を覆う岩盤があって、大きなもの、主な種類だけでも、十数枚あるんですね。こちらがね、ちょっとお待ちくださいよ。
今、絵を準備しております。こんな感じ。これ世界のプレートってなってますね。で、まあ十数枚、大きなものでも十数枚に分かれています。で、この中で1個誤植があって大変申し訳ないんですけども、これ南アフリカプレートじゃないです。これアフリカプレートって言います。アフリカプレート。アフリカもほぼ全部がね、乗っかってる。非常に大きなプレート。ユーラシアプレート。ユーラシア大陸の大半が乗っている。大変大きなプレート。あと太平洋プレート。これもね、太平洋の大部分が乗っている。太平洋プレート。こういったね、非常に大きなプレートがありますね。あとは比較的小さいながらも、それなりに大きいのが、南米沖のナスカプレートとか、あとはこの中米沖のココスプレート。この辺りもね、大きな地震に、絡みますね。あとはファンデフカプレート。これも比較的小規模なんですけども、1700年ぐらいに、1700年に、日本に津波を起こす、押し寄せるようなね、そういった大きな地震を引き起こしたようなものもあります。あとはスコシアプレートとかね、これも時折7クラスの地震起きたりしますけども、こんな何枚もこのプレートがね、表面を覆っていると。で、それぞれがね、動くんです。動いて押し合ったり、あとはね、この離れていくところもあるんですね。さっきの引っ張る力が働くようなところもあります。で、そのプレート付近で、地震っていうのがね、多発するということになります。これがね、USGS、アメリカ地質調査所の、ホームページで公表されております、世界の地震分布。これは、最近30日間に起きた、地球規模で見ると、マグニチュード4.5以上の地震です。アメリカあたりがね、なんかすごい密集してますけども、アメリカはね、もっと小さな地震、マグニチュード2.5以上ですね。非常に小さな地震も、プロットされているので、アメリカ方面なんか密集しているように見えるんですけども、実際はね、もうちょっと少ないです。地球規模で見れば4.5以上の地震っていうのは、これ過去30日では、これぐらいの数が起きているということになります。で、さっきプレートありましたよね。これがまさに、ね、プレート境界なんです。もうそのもの。これ太平洋プレート。で、ここフィリピン海プレートですね。ここが北米プレート。で、ここがファンデフカプレート、ここス、ナスカみたいな形で、活発なところとね、活発じゃないところももちろんあるんですけども、これはもう全部がね、もうプレート境界。ヨーロッパ方面でも、これですね、地中海のあたり、アフリカプレートとユーラシアプレート、でこの辺もこう帯なしてますね、列をなしてますね。この辺。これがオーストラリアプレート。で、この辺が、こうつながってますね。これそれぞれが、ね、やっぱり、プレート境界となっておりまして、押し合いへし合いしているところで、エネルギーが溜まって、それを解放すると。ですので、地球規模で見ればね、全然地震が起きないところっていうのがありますね。一番顕著なのは、もう、そうですね、ユーラシア大陸の内部、ロシアとかは、ものすごく少ないですね。よく言われるのがね、モスクワとか、例えばニューヨークに住んでる人、アメリカでも、一生地震を感じないとかね、そういったことも言われるぐらい、とにかく地震が起きない場所もあります。ただ、プレート境界に位置しているところはもう集中して地震が起きる。日本列島というのは、ちょうどそのプレート境界に位置をしておりまして、これが、こうですね、日本列島。日本列島はとにかく世界規模で見ても地震の多発エリアになります。他にインドネシアとかチリとか、このフィジー、トンガ、ニュージーランド、この辺りもね、もう本当に集中的に起きる場所でして、過去から大きな災害が何回も起きているということになります。じゃあですね、この岩盤がこの覆ってるのは分かると。なんで押し合いへし合いしてるんですか、そもそも。このね、押さなければエネルギーたまりませんしね、引っ張らなければエネルギーたまらない。じっとしてればいいんですけども、じっとはしてないんですよね。プレートって動いているんです。で、これがさっきのまた地球の構造図になってくるんですけれども、こちら。さっきね、上部マントルっていうお話しましたよね。上部マントル。上部マントルと地殻。ここで地震が起きるっていうお話しましたけれども、このマントルっていうのは、さっきの通りね、若干流動性があるんです。で、この、上部マントル。これがね、動いているんです。
少しずつ動いている。でそれに乗っかっている地殻部分もそれに引っ張られて、動くと。でじゃあマントル上部マントルなんで動くんですかっていうと、これはね対流なんですね。で一番この内部にある内核、ここが一番高温状況になってますね。地球の中心部だと、5、6000度ぐらい、太陽の表面温度と同じぐらいというふうにはされておりますけれども、その熱がね順次やっぱ伝わっていくんです。この地球の内部を伝わっていくと。で温められるんですね、下からどん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 温められる。でマントル上部マントルも、ね、下から温められることで対流が起きるんです。温められた岩石は上に行く。で上に行ってちょっと冷えると今度は下に行く。その繰り返しです。でその動きが地殻を引っ張って、このさっきのですねこのプレート、境界がありましたけれども、これかプレート境界がプレートの図がありましたけれども、それぞれを、この引きずっているということになります。で日本付近ですとね、プレートのこのぶつかりエリアに当たってますね。太平洋プレートがこの大陸のユーラシアなり北米プレートに沈み込む領域、フィリピン海プレートが、このユーラシアプレートに沈み込む領域、衝突、です。収束型の衝突になるんですけども、この集まってきているところで地震が多発するということになります。かたやですね、もう有名なのは大西洋ですね。ちょっとこの端になってしまいますけども、大西洋はこれはプレートがこう分かれていくところ、こう離れていくところに当たっておりまして、このプレートがね、地球を覆う岩盤ができる場所にも該当しています。これ発散型って言いますね。そういった形でプレートができるところと沈み込んでぶつかって沈み込んで消えていくような、その2つということになります。いろんなパターンがね、起きるということになるんですけども、さっきの通りこのマントルの対流が絡んでプレートが動いて、でそれがぶつかるなり引っ張られるなりして地震が起きる。これがね地球の動きです。ということはですね、地球のこの内部構造でも変わらない限りはですね、もうずっと続きますね。これはもう何百万年何千万年といって、続くことになりますので、日本列島は、もうこれはもうね半永久的にと言っていいんじゃないでしょうか。プレートの境界がね、今後分かんないですよ。その大陸がね集まって、くるような、また超大陸ができるような未来っていうのも描かれたりしておりますので、プレート境界の位置が変わるってことはあると思います。変われば、離れていけばねいいんですけども、日本列島でいくとそれはやっぱね何百万年というぐらいでは収まることはないと思いますので、日本列島は我々のね時間軸でいけばもう半永久的に地震は起きうるということを意味しております。はい、ということでですね、サンアンドレアス断層をよくご存知ですよね。サンアンドレアス断層というのはアメリカの西海岸にある、これもねプレート境界なんですけども、サンアンドレアス断層、場所で言うとねここなんです。ここカリフォルニアとかねサンフランシスコのあたりすぐ大都市の近くを走っている、大断層、ここもプレート境界に当たっています。ただねこのアメリカ西海岸の場合はさっきこのぶつかるとか引っ張るってお話しましたけども、こうぶつかってるんじゃないです。ぶつかってはいいんですけどね、こう横方向にずれるんですね。水平方向にずるずるずれていくというような、プレート境界もあります。で、それトランスフォーム断層っていうんですけども、それがね、あるのがこの、サンアンドレアス断層。最近ですとね、このサンフランシスコ大地震ですね、書かれてますけど、これ1906年。だいぶ前ですね。1906年のサンフランシスコ大地震では、マグニチュード8というふうに推定されております。それぐらいの巨大地震が起きるようなところにもなりますし、比較的最近ですと、ですね、ちょっと前ですけども、1994年の、ロサンゼルスの近郊で起きたノースリッジ地震というのがありましたね。これはね、阪神・淡路大震災、引き起こした兵庫県南部地震が起きるちょうど1年前に起きました1994年の1月17日に起きた、ロサンゼルスノースリッジ地震ですとか、あとはねそのもうちょっと前1989年、これは今度サンフランシスコロマプリータ地震というのがありましたね。マグニチュードが
6.9、サンフランシスコのねベイブリッジっていうこの2階建てのこの高速道路を走ってるところがあって、それがね落ちちゃった。それに車の下敷きになるなどして多数の方が亡くなるとか、94年の1月のノースリッジ地震も高速道路の崩壊ですよね。それで大きな被害が出たとか、あとはもうちょっと前だと1971年のカリフォルニアの大地震だったり、たびたびねこのアメリカ西海岸というのは大きな地震に見舞われるエリアになります。かたやさっきの通り、アメリカでも東海岸のニューヨークやワシントンというのは、そこに住んでらっしゃる方は一生地震を感じないということもあり得るということでね、アメリカ大きいですからね、いろいろそういったね、多いところ、少ないところというふうな特徴が出ておりますと。はい、アフリカの大地溝帯はね、アフリカプレートの、ね、上じゃないんです。これまたすみません、南アフリカじゃなくて、これアフリカプレートなんですけども、第一交代ですね、アフリカ大陸のちょっと東側にあるところなんですけども、これは割れてるところなんです。ただここはプレート境界じゃないんです。プレートの真ん中なんです。じゃあなんでそんな割れるんですかっていうと、これはねもっと深いところからこうマントルが上がってきている場所、プレート境界じゃないです。このプレートの中で上がってきている場所になっているんじゃないかなというふうにされておりますね。第一交代ですから、この地面の溝ができているようなところ、だんだん割れていっているようなところ、ということになります。ちょっとねプレート境界とはまた違う場所ということになります。そうですね。アラビアプレートとね、アナトリアンプレートはイコールですかなんですけど、これちょっと違いますね。アナトリアっていうのはトルコのあたりなんです。この図だとちょっとあんまり正確には描かれておりませんけど、トルコ、このあたりですね。トルコに関しては、そうですね。この辺のこのプレート境界、アフリカプレートとかユーラシアプレートとか絡んでるんですけども、アナトリアっていう表現でついている地質的な名称はね、アナトリア断層ですね。もっとね、ここに出ている大きなプレートじゃなくて、マイクロプレートっていうもっとちっちゃな、この地球表面を覆う岩盤っていうのが、存在するんです。私さっきですね、この地球表面を覆う大きなプレート、主なプレートが十数枚っていうお話を多分そういう言い方をしたと思うんですけども、それ以外にもっとちっちゃな岩盤っていうのはいっぱいあるんです。で、日本列島もあれなんですよ。近辺でいくと、そうですね、ちょっとこちらのもうちょっと日本付近を拡大した絵で見てみましょうか。これが日本付近のプレートなんですけども、最近、そうですね、比較的最近だと思います。従来はこの4つっていう感じだったんですけど、北米プレートと呼んでるプレートじゃなくて、この東日本とか北日本を乗せているプレートはね、アムールプレートみたいな表現を、されることがあります。北米プレートじゃなくて、マイクロプレートの一つ、もうちょっとね、小さめの、岩盤の、分布ということで、アムールプレートというような表現を使われることがあります。ですのでね、さっきあったような、大きな、この地球規模で見た時のね、くくりもあれば、ちっちゃなくくりもあると。で、トルコの場合ですと、北アナトリア断層っていうのがね、ありますね。1999年にトルコのイズミット地震というのがありましたね。8月に、99年8月に死者1万人以上というような大きな地震を引き起こした、発生させた、そういった大断層というのも存在をしておりまして、細かく見ればね、ちょっとまたね、地球表面でいろいろ分かれているということになりますね。はいはいはい。そうですね。プレートの境界はどのようにして観測しているんですかね。そうですね。プレート境界そのものを観測する方法っていうのは、まあ、なくはないか。なくはないんですけど、結
構今の技術だと難しいかもわからないですね。要はね、あれなんです。あの、掘ってきゃいいんですよね。この、代表格でいくと、日本付近だと海のプレートってこれ太平洋プレートですね。で陸のプレートはユーラシアプレートとしますと。でこれが日本付近ですと、この紀伊半島沖とか四国沖で沈み込んでいるんです。この陸のプレート、ユーラシアプレートに。ごめんなさい。それ違いますね。太平洋プレートじゃないですね。フィリピン海プレート。フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいるのが紀伊半島沖とか、四国沖ということになるんですけども、沈み込んでいくプレートを掘ればいいんです。こうずっとこの下までですね、ドリル通して掘れば、このプレート境界っていうのもね、分かります。なんで分かるかというと、陸のプレートってちょっと軽いんです、性質的に。で、海のプレートってちょっと重いんです。なので、動いていくうちに、ボンとぶつかって、だんだんと重い方がね、沈み込んでいくので、岩石の、ね、質が違うんです。で陸のプレートっていうのは花崗岩ですね。これもマグマの中にありますね。火成岩の中にありますね。花崗岩。で、海のプレートはね、玄武岩という、これもマグマの中ありますね。含まれています。その元になる石なんですけども、それが質が違うので、掘っていけば、ね、分かるんです、境目が大体。で、なので掘っていけばいいんですけども、その掘るのが大変ですよね。地球っていう観測船ありますね。日本が持っている。あれがね、掘削技術、海底の下何キロにもわたって掘削技術を持っているので、ちょうどこの海の沖合に行って、このさっきのこのプレート境界のギリギリのところで穴掘れば、それぞれのね、プレートの境界っていうのはね、観測、実際に、掘っていって、そのサンプルを陸に上げれば、分かる。どういうふうにして、この境目ってどうなってるのかと。びっしり綺麗になってるのか。どうでしょうね。もうちょっとなんかこう、だんだんとこう移り変わっていくものなのか。ちょっとそこの話もよくわからないんですけども。その辺のね、実際に掘っていけばわかるし、目で見ることができるんですけども。そうですよね。人間がこの穴掘る技術ってやっぱ10キロもないですからね、今ね。だから、よほどそのピンポイントでちゃんと狙い撃ちしてやれば、その一箇所ですけどもね、点のところの状況は分かるかというふうに思います。ただやっぱりね、地球広大ですから、広い範囲でのプレート境界を観測するっていうのはなかなか難しいと。なので間接的に見る。これがさっきの、こちらですね。これがさっきの、プレート境界です。これがなので。こうやってね、地震の震源をプロットすることで、我々は間接的にプレート境界を知ることができるということになっております。はい。といったところで、そうですよね。私もう30分喋ってるんですよね、これね。ごめんなさいね。まだ1個目のテーマですもんね。そうそう。なので、今結構ベースのところをいろいろお話ししたんですけども、そうですね。なので、また思いついたらご質問ください。次のテーマいきます。2番目、こちらでございます。地震の種類。地震の種類って言っても別にあれです。さっきの通り岩盤に溜まったエネルギーが解放されるっていう点では1個なんですけれども、そうですね、ここでいう地震の種類っていうのは、そうですね、よくこれもお見せしているので、改めての何と言いますかね、おさらいみたいな感じになると思います。結構さっきももう私喋っちゃった感があるんですけれども、これ地震の種類というか断層の種類を示したものになります。で、我々地震っていうと地面が揺れるっていうところがね、イメージとしてやっぱあります。でもちろんそれもね、地震っていうんですけども、なんていうんですかね、学問の世界での地震っていうのは、岩盤が破壊されることそのものを言うんですね。エネルギーがそこで放出されて、地面の上に伝わってくるっていうのは、我々の感覚で言うと、地震なんですけども、学問の世界だと断層運動って言います。断層が破壊されて、揺れのエネルギーを放出する。そのものを地震っていうことで、いうパターンっていうのがね、結構あります。で、その断層運動を示したものがこの図です。
で、大体大きくはね、3つです。3つに分けられます。これ4つ書いてますけども、実際ね、大きくは3つ。1つが正断層。で、もう1個が逆断層。で、もう1個が横ずれ断層。で、突き上げ断層、小状断層と思いますね。小状断層はこれ逆断層の一種です。ということで、この辺が、大体、ニアリーイコールと。で、他、正断層と横ずれ断層ということになります。これも結構さっき言ったんですけども、正断層は引っ張りの方です。引っ張りの方。で、逆断層は今度はぶつかりの方、衝突の方ですね。こう沈み込むにあたって片方の岩盤が、こう歪みが高まってこうガッと上がるような、それが逆断層。で、横ずれ断層はさっきのトランスフォーム断層のところでもお話ししましたけども、この横に、この断層がずれて、でそれがゴリゴリ擦れながら地震を起こしている、そういったこの3つの種類になります。小状断層っていうのは何かというと、逆断層の角度が浅いやつなんですね。これ結構ね、大規模地震は多いです。南海トラフ地震は逆断層のタイプで起きるというふうに見られるんですけども、特にこの角度が浅い小状断層、そういった断層のずれ方で起きるのではないかというふうに思います。こういった形で、断層の種類イコール、地震の種類ともいうふうに言えるんですけども、日本付近で多いのは、日本はどれでも多いんですけど、目立つのはやっぱりね、プレート境界のこの逆断層ですね、逆断。で、逆断層で起きる地震が特に多いのは、そうですね、さっきの震源分布でいくと、やっぱりね、この太平洋プレートと北米プレートの境界あたり、この辺はもうかなりね、逆断層型のタイプの地震多いです。この辺もそうですよね。結局やっぱりプレート境界ってなると逆断層タイプ多いです。で、ただその中でも正断層だったり横ずれ断層のタイプの地震が起きるっていうこともありますね。どこが、起きやすいっていうのは、あるんですけども、じゃあここは逆断層起きないんですかとか、ここはもう横ずれ断層しかない、横ずれの動きしかしないんですかっていうわけではなくて、同じエリアであってもさまざまなタイプの地震が起きる、ということは存在しています。ただプレート境界ですとやっぱり逆断層が多いかなというふうに思いますね。で、いろんなタイプのね、その岩盤の破壊があるんですけども、そうですね、そうですね、地中深くに思いを馳せてみるっていうので一回やってみましょうか。そうですね、さっきの、失礼、ちょっと待ってくださいね。さっきのプレートがですね、沈み込むっていう、お話しましたけれども、これ、陸のですね、プレートと、海のプレートがぶつかって、浅いタイプの地震っていうのが、多発、日本付近でもしてますと。で、沈み込むプレート、これ、その先どうなるのか、どこまで入っていって、どうなっちゃうのかというところになります。で、沈み込むプレートは無限には沈まないんです。これさっき上部マントルっていうお話しましたね。深さ700キロぐらいのところにまでこう沈み込んでいくんですけども、その底の方、もう沈み込んだ先で起きる地震っていうのが、あるんです。ここがね、私手で書いてみますけど、これ地球表面としますよね。で、この、岩盤が、プレートがあって、こうずっとこう、沈み込んでいきます。これが海のプレート。で、沈み込むのは、どんどんいきます。周りが温度高いので、冷たいこのプレートが同じ温度になるまでずっとこう沈み込むんですけども、沈み込む先の深さがだいたい今700キロぐらいというふうにはね、見られています。で、700キロぐらいまで行くと、さっきの上部マントルと下部マントルの境目に来るんです。で、それ以上は、ね、沈まない。で、沈み込めない。で、どうなるかというと、そこまで行きますよね。ぬるっとこう横に行くんですよ。ぬるっとこう。こんな感じ。すごい極端に書いてますけども、ぬるっとこう横に行くと。で、深い場所の地震も数はね、すごい少ないです。700キロの場所で起きるなんていうのは、めったにないんですけども、5、600キロぐらいのところではね、時折起きるんですけども、この沈み込むプレートの先でもね、いろんなタイプの地震があるんです。さっきの逆断層タイプ、
正断層タイプ、横ずれはまあちょっとあんま聞かないですけどね、逆断と正断っていう形で起きるんですけども、起きる場所がね大体決まっているんです。でこうぬるーっとこう入ってきますよね。ぬるっつってもものすごい時間かけてなんですけども、この最後こう下部マントルとの境目にぶつかって、こっち側で起きるのがこれがね逆断層タイプなんです。逆断層タイプで、こっち側、こっち側で起きるのがこれがね正断層タイプなんですね。正断層で、これはね岩盤がこうどういうふうにこう曲がるというかね、エネルギーがたまるかによって起き方が変わるんです。逆断層っていうのはさっきの通りこう衝突、押し付けられるエネルギーが解放されるときに起きるのが逆断層タイプの地震なんですけども、これぬるっと曲がりますよね。こう曲がるということはこっち方向の圧縮力が働くんです。ギュッとこう抑えられる方になる。で逆にこっち側、この外側の部分は引っ張られるんですね。ぬるっとこう、曲がることによって避けるようなエネルギーがたまるということで、こっち側がね正断層タイプで、こっち側が逆断層タイプで起きたりもします。ここはもう本当にね、地中深くうん百キロのところは想像でしかないんですけども、地震のメカニズムを見ればこれに、このねどういうふうな形状で、どの辺りでこのぶつかってこうどういうこのね、この挙動をしているのか、そういったところもね見て取れますので、深発地震、深い場所で起きる地震っていうのは地球内部の状況を見るね大変重要な資料ということになります。これね、これもっとね地表付近でも起きてるんですよ。もっと浅いところでも起きてて、さっきのこれでいくと、これもっと浅い場所で起きる地震を示した図ですけども、これさっきのこのプレート沈み込んでいきますが、ここで起きるのはもうおおむね逆断層タイプの地震です。そうですね、こうぶつかってこう沈み込むので衝突、していると。一方でこの辺りこう曲がっていくんですよね、プレートが。でここはだから引っ張りの力がかかります。ここのひび割れは引っ張りの力。だからここは正断層タイプ。で逆にプレートがこう押し曲げられるよね。このぐぬっと曲がるところはやっぱり圧縮の力がかかるので、ここで起きるのは逆断層タイプ。ということで同じこのプレートで起きる地震でも深さによってですね、正断層だったり、逆断層だったり、違っているということになります。でこの正断なりこの逆断なりですね、結局岩盤が割れている。であと重要なのが岩盤のこうズレです。どうずれるのか。これどっちも引っ張りの正断層であろうが逆断層、衝突の逆断層であろうが、岩盤方向はねやっぱり上下にずれてるんですね。これはね非常に重要。津波の点で非常に重要でして、岩盤が上下方向にずれるということは海水をそれだけ押しのける。起きた時にですね、岩盤がここ上がっちゃったら海水を押しのけるので、この正断層タイプと逆断層タイプっていうのはとにかく津波を引き起こすタイプになります。過去の巨大地震、巨大津波というのはね、もうどちらもあります。有名なのは正断タイプだと1933年の三陸地震津波、昭和三陸地震津波。逆断層の大津波はもう無数にありますね。2011年の東北地方太平洋沖地震というのがもう圧倒的に、最近ですね、顕著でしたけれども、2003年の十勝沖地震だったり、ちょっと前ですとね、1994年のごめんなさい、これ違う。1994年のは違います。ちょっと前ですと、例えば1952年のまた十勝沖地震だったり、いろんなパターンがありましてね、逆断層タイプですと無数に大きな津波を引き起こした地震があるということになります。ということで、また長く喋っちゃいましたね。そうですね。そうですね。この去年の能登半島地震も、あれも逆断層タイプだったんですね。能登の場合は、プレート境界ではなかったんです。ただ、
そのプレートの中であっても、歪みがたまれば、エネルギーが溜まってしまえば、この断層っていうのが生じる。で、そこが繰り返し、ずれていく。断層ができるっていうことは、そもそもそこがね、周りより弱いんですよね。弱いので、こうエネルギーが溜まってきた時に、そこにこう集中して、もう何回も何回も同じようなところで起きると。能登の場合ですと、能登半島の北岸付近から日本海の沖合めがけて、断層が連なっていて、それがこうやがてね、この押し合ってたところがバリッと割れて、あれも上下方向に海底がずれたので、陸も4メーターぐらい隆起しましたけれども、海の方でもやはり海底がずり上がって、上の方に上がって、津波を引き起こしたということになります。正断層と逆断層、どっちがパワーがあるんだろうですね。パワーっていう点でいくと、そうですね、岩盤に溜まったエネルギーの解放なので、どっちも過去にはやっぱ巨大地震っていうのが起きているんですけども、超巨大地震、マグニチュード9クラスは、今のところね、逆断層ばかりなんです。正断層タイプで、極端に大きかったのは、さっきのこの1933年ですね。1933年の昭和三陸地震。これが、大体マグニチュード、気象庁マグニチュードだと 8.1 っていうふうにされてるんですけどもね、モーメントマグニチュードでも大体 8.3 ぐらい。これは巨大地震が起きた事例があります。2012年、これはもうインド洋の話なんですけども、スマトラ沖で起きた正断層タイプだとマグニチュード 8.6 っていうのがありましたね。これやっぱりね、8クラスの地震も稀には起きるんですけども、超巨大地震9クラスは逆断層ですね。1960年のチリ地震、マグニチュード 9.5、1964年のアラスカ地震、マグニチュード 9.2、で2004年のスマトラ沖地震、あれが 9.1、で東北地方太平洋沖地震、あれも 9.0、で1952年のカムチャツカ半島沖地震、あれも 9.0、これ全部逆断層なんです。太平洋プレートとそのインド洋のね、ものになるんですけども、地震になったんですけども、やっぱりね、プレートのこのぶつかりの方が、さっきの通りね、この逆断層っていうのは衝突しているところで起きる、地震なんですよ。で、さっきのね、USGS で見に行きましょうか。過去のマグニチュード9クラスの地震ってどこで起きてるかっていうと、チリですね、ここ。1960年のチリ地震はね、南北1200キロの岩盤がずれたというふうにされています。あと、アラスカ地震。これが1964年、9.2。でカムチャツカ半島が、52年、9.0。で東北地方太平洋地震ですね。これも2011年の地震です。南北500キロ岩盤ずれました。あとはスマトラ沖地震がここですね。これも1000キロぐらいずれたんですかね。2004年。で、これが 9.1。というような形で起きてるんですけども、これ全部やっぱプレート境界で沈み込みエリアに当たっているところなんですよ。で、沈み込みはもう広大なエリアが起きますよね。ずっと。プレート境界でぶつかっているところにおいては、非常に長い距離がプレート境界でしかもぶつかっているエリアになります。ということで、ずっとエネルギーが溜まりますよねと。で、一箇所でボンと弾けると。で、東北地方大方沖地震なんてまさにそうでしたけれども、三陸沖で、地震が最初起きて、それが他に波及してたんですよね。特に南側の方に、プレートのズレがどんどん波及していって、最終的には 9.0 の地震につながったということになりました。ということで、長くぶつかっている領域があれば、一箇所で地震が起きると、それが周りに広がっていって、思いもしない超巨大地震になっている。そういったことは考えられるのではないかというふうに思います。逆にプレートが分かれるところがありますね。この大西洋中央海嶺なんてまさにそうですけども、ここはね、巨大地震っていうのは、知られていないんです。マグニチュード6クラス7ぐらいまでの地震っていうのは、時折起きるんですけども、8の地震は少なくとも私ちょっと記憶ないですね。なのでね、この発散型境界っていうのは、あんまりその巨大地震まで起きにくい。ただ、収束型のこの境界、ぶつかっているところというのは、
広大なエリアが連鎖的に破壊されるっていうこともあって、最初の地震がどんどん規模が大きくなって、9クラスの地震につながることもあるのではないかとは考えられます。ということでね、さっきの元に戻ると、エネルギーがどっちが大きいですかっていうと、それはその時の岩盤の破壊にはよるんですけども、より超巨大な地震が起きやすいのはどちらかというと逆断層タイプになるんじゃないかなとは思います。ちょうど日本はその逆断層タイプの地震が起きやすいエリアということになります。はい。そうですね、地震のこれは種類のお話でしたよね。そうですよね。そうですね、北海道の方、千島海溝地震ね、こうやってお話しされておりますけども、あそこもね、プレートの境界、ぶつかるエリアになっておりまして、さっきの十勝沖地震っていうのもね、過去何回も起きてますけれども、94年には北海道東方沖地震というのがありました。北海道東方沖地震はあれはね、プレート境界じゃなかったんですね。マグニチュード 8.2 っていう巨大地震だったんですけども、あれはまたややこしいんですけども、沈み込むプレートの内部で起きた地震だったということになりまして、ごめんなさい、これですね。このさっきのこの沈み込むプレート内部の地震。これがね、1994年の北海道東方沖地震。マグニチュード 8.2 だったんですね。これ非常に大きい地震でした。こういったタイプも起きる。いろんな種類はね、正直あるかというふうに思いますので、そうですね。これは結局起きてからの話なんですよね。起きた瞬間、これってどういうタイプの地震だとかっていうのは当然我々知る由もないです。それは後で分析することによって分かってくることになるんですけども、我々見るときはね、津波の有無っていう点ではどういったタイプの地震かっていうのはね、速報、数分後に入ってくるデータを見て、なんとなくね、値をつけるっていうのがありますね。横ずれだったら、まず津波っていうのはね、規模はそんなに大きくはならないですけども、逆断層、正断層タイプでしたら、結構ね、上がってくる。海底が上がれば津波を引き起こす。そういうことにもつながっております。はい。体調大丈夫ですか？今のところ大丈夫です。はい。そうですよね。まだ2つ目ですもんね。ごめんなさいね。もう1時間経つ。じゃあちょっとごめんなさい。3つ目いきますね。またご質問いただければというふうに思います。3つ目なんですけれども、こちらでございます。あんまりこの場ではね、取り上げてこなかったんですけども、人工地震についてということになります。なんでこのテーマにしようかなっていうふうに思ったかというとね、やっぱりね、未だにその話ありますよね。大きな地震が起きた時。去年の能登半島地震っていうのもそういった、人が起こした、地震だったんじゃないかっていう、これは一言で言うと、デマというふうに私は思います。人工地震について。で、人工地震ってもうその名の通りでございます。人間が引き起こす、大地の揺れのことを言うんですけども、一般的にはね、人工地震って何かっていうと、例えばそうですね、意図せぬ、起こし方だとすると、例えばものすごく身近だとですね、大きなトラックが、道路を走った時に、沿線の住宅ちょっと揺れたりしますよね。私も大阪に住んでた時、幹線道路の横に住んでおりまして、2階だったんですけども、トレーラー通るたんびにですね、震度1ぐらいはね、必ず揺れると。もう何台も通るんで、もう頻繁に揺れるっていうのもありましたね。それも地震です。人工地震です。で、意図的に起こすやつもあるんです。意図的に起こすやつは、地中の中の、この地面の中のこの構造を調べるときに、わざとこの地震を起こして、地震計をいっぱい精密なやつをね、周りにつけておいて、それぞれのこの波形を取ると。それによって地中の中の構造を知るっていう、これは意図的に起こす、地震です。人間が起こす地震。あとは鉱山のこの葉っぱ、工事現場でもいいですね、葉っぱ作業とか、そういった人間が爆薬を使ったりして起こす地震っていうのもあります。大きな重りを落とすような、そういうふうな起こし方もありますね。そういったことを本来人工地震と言います。ですのでこれは
ある意味日常的に起きているんですよ。なのでね、気象庁もね、注釈入れてくるんですけど、これさっきのね、これ、30日間の震央分布ってなってるんですけど、これ体に感じない大変小さな地震も含んでいるんですが、これね、あまりにも小さい、葉っぱとかで、起こす地震っていうのはね、もう本当に小さいです。自然地震に比べるともうごくごく小さい規模。ましてやね、通りをトラックが走る揺れなんていうのは、もうあまりにも小さくて、普通の地震とも比べもならないんですけども、この今ご覧いただいている図が、基本的には自動処理なんです、これ。で、特に小さい地震は自動処理。なので、人工的なものなのか、自然に起きたものなのかっていうのは、これ判別してないんですよ。ただ、地震計で捉えられて、震源とかマグニチュードとか深さが分かったら、ここにプロットされるっていう仕組みですので、ごくごく小さな地震の中には、そういうふうなね、人為的なものが混じってるかもしれませんっていうふうな、注釈をね、気象庁の方も入れてます。これなんてですよ。これは岩手県の北部で18日の夜に起きたやつは、マグニチュードがマイナス 0.1 ですね。お隣、これもマグニチュードマイナス 0.1。マグニチュードになんでマイナスがあるのですかっていう、やつに関しては、マグニチュードについてっていう動画を私撮っておりますんで、ちょっといつだったかちょっと忘れたので、1ヶ月か2ヶ月前に、それでまたね、アーカイブ上がっておりますので、また別の動画なんですが、またそれもご確認いただければと思います。マグニチュードにはね、マイナスがあるんです。マグニチュード1だろうが2だろうが、マイナスがある。それはもう本当にね、非常に小さな地震なんですけども、これにはね、それ区別なく載せてあるので、もしかしたら、そういった人為的な地震が入っているかもしれません。ということで、人工的に起こす地震っていうのは別に昔からあります。ですので、それはそういうもんだってことなんですけども、ここでお話したいのはですね、例えば去年の能登の時に、あれはどこどこの国がですね、この人為的に引き起こしたのだったことですね、大きな地震が起きるとそういった話っていくらでも出てくるんですけども、これはもう全部デマだというふうに思っていただいていいかと思います。なんでかっていうと、能登の地震ありましたよね、この辺り。これこれ未だに余震が多発しています。体に感じない地震もプロットしてますけども、これだけの岩盤が破壊されましたと。大体東西方向ですね、ここからここまで150キロぐらいの岩盤が破壊されました。で去年の11月にはちょっと離れたところでも地震が起きまして、そのグループということになります。これだけの長大なエリアの岩盤が破壊された。その最初がこの辺りだったんですね。でこの辺りで岩盤の破壊が進んで、東西方向にそれが破壊が進んでいった。でマグニチュードは気象庁は 7.6 としてますね。で、USGS アメリカ地質調査所のモーメントマグニチュードは 7.5 としています。大体一緒ぐらい。これはもう凄まじいエネルギーですね。あれだけの被害、揺れを引き起こしたっていうところもありますから、その地震の規模っていうのは押して測るべしっていう感じなんですけども、これをですね、人工的に起こすっていうのはね、正直、無理だと思います。これ震源の深さもね、16キロでしたね。確か16キロ。震源の深さっていうのは、その最初の岩盤の破壊が始まった場所のこの深さを言ってるんですけども、16キロ。これはもう地震計の計測結果として、これはもう事実でございます。で、結果これだけの岩盤が破壊されたというのも事実なんですけども、じゃあこの規模を人為的に起こすっていうのはね、無理だと思います。というか何が無理かって一番無理なのはここです。この深さ。16キロのところにですね、何らかのものを、この地震の発生源になるものを人為的に埋めるっていうのはね、無理ですよね。さっきチャットのコメントでね、地球で一番深い穴が12キロっていうふうに書かれてたんですけど、まさにそうなんですよね。これロシアのこのコラ半島というところで、12キロぐらいのところまで穴掘ったんです。1970年代終わりぐらいだったと思いますけども、それはもう純粋にこの地中の中のこの地質の構造とかね、地球内部の構造を見るために掘ってた。あとどこまで掘れるのかっていうのもあったかと思うんですけども、掘ってって、12キロぐらいで、断念したんです。それもあれですよ、
穴って言っても例えば人が入れるとかですね、物を収められるようなもんじゃなくて、もう本当ね、こんなもんですよね。もう最後の方はもう細い穴がやっとそこまで掘れて、断念したそうなんです。なんで断念したかっていうと、あまりにも深いところまで来ると地圧ですよね。この周辺のこの岩盤のこの圧力、その掘った穴をね維持しないとダメ。この地圧っていうところと、あとは何よりも高温ですね。温度が高い。地面の中ずっと掘っていけば温泉湧きますよね。温泉なんで湧くか、あったかいお湯出てくるかっていうと、地中の方が熱いからなんです。これ火山がなくても、近くに火山がなくても、深ければ深いほど温度は上がっていく。なんでかっていうと、このさっきのマントルの話にもつながるんですけども、地球内部中心部分が5、6千度ぐらいあると。でその熱がどんどん上の方に伝わっていくということで、深ければ深いほど温度が上がるっていうこともあって、そもそももう掘れなくなっちゃうんです。機械も作動しないということで、頑張って掘ったのがせいぜい12キロぐらいで、戻ると、じゃあどうやったらですね、こんな深さに持っていけるのか。それもあれですよ、ロシアの穴も別に半年1年で掘れたわけじゃないですからね。ずっともう長い時間、年月をかけてやっとそこまでたどり着いたと。大変な費用もかかりますね。技術もいます。で、その中に何らかのものを埋めて地震を起こすっていうのは、あまりにも技術的には無理ですし、そもそも非効率でもあるし。ということで、大きな地震が起きた時の人工地震というのはね、もうデマで見ていただいていいかと思います。で、あとね、あるのが、この規模の地震起こすっていうのは、そもそも無理ですよね。7クラスの地震っていうのはね、非常に難しいというか、人間がなんでしょうね、及ぶレベルじゃないというふうに思います。というのは、これね、ちょっと論文でも出てるんですけども、これ気象庁の検診時報っていうね、この地震の論文を集めたものが、今だと1年に1回ぐらい発行されてるんですけども、それでね、2017年のやつ。それにあるのがね、爆発または衝突により発生する地震の規模についてっていう論文がありましてですね、過去、起こした、人為的な、爆発だったり、何らかのね、ここに書いてあるのは飛行機の衝突とかっていうのも書いてあるんですけども、それによって、起きた、地震波形で捉えられたその揺れから見たマグニチュードっていうのがね、上がっているんです。でその論文見てみるとね、核実験というのがありますよね。人間が起こす大規模な、振動としてはね、核実験があるんですけども、過去ね、最も大きかったもので、1971年、アラスカのアリューシャ列島ですね、アムチトカ島で行われた地下核実験で、大体5メガトンの核弾頭を使ったと。でこの時に起きた地震のマグニチュードは 6.9 っていうふうにされています。で、5メガトンの核弾頭って凄まじいですよね。今あるんですかね、そんなに強大な、水素爆弾ですよね、この規模だと。でこれを浅いところに、当然地下核実験なので、何キロも深いところに埋めないですよね。どれぐらいなんですかね、数百メートルとか、1000メーターとか、そんなレベル、せいぜいそんなものだと思うんですけども、そこで地震、ごめんなさい、核爆発をさせて、離れたところで取ったマグニチュードで 6.9 だったと。で、あとはそうですね、核実験でいくと、もう一個の例が1962年のネバダ州、アメリカですよね、の地下核実験104キロトン。なので、広島に落とされた原爆の7倍ぐらいの規模ですかね。その時のマグニチュード、地震波形で取ったのがマグニチュード 4.75。ということで、5メガトンの巨大な核弾頭を使って6.9。で、100キロトンっていうレベルの、核弾頭で、核実験でマグニチュード 4.8 ぐらいと、いうことで、さっきのこの7クラスになってくると、そうですね、6.9 から見ると 0.7 ぐらい違うんですよね。0.7 違うといくつ変わってくるんだ。10倍ぐらいですかね。
10倍前後ぐらいのエネルギーの差になってくるので、そもそもね、その強烈な核弾頭を万が一爆発なんかさせたところで到底起きないんです。こんな規模の地震。で、あるのがなんていうんでしょうね、その核弾頭を爆発させた時のエネルギーをそのまま、ジュールっていうのはね、地震だとジュールっていうエネルギーの単位で見ますけれども、そのまま比較するパターンっていうのもね、あります。ただね、それってもうなんていうんでしょうね、ただ横滑りさせて比較させただけで、実際に起こす地震波とは全く別物なんですよ。核弾頭とかその爆発させた時に結構な量で逃げていくエネルギーがあって、熱エネルギーなんですよね。熱として周辺に広がる。熱とか振動とかなんだらとか全部ひっくるめたエネルギーをマグニチュードに換算するっていうのは別にできるんですけども、実際に起きた時は熱として逃げていったり、あとは爆風として逃げていったり、地下核実験の場合はそれはあんまり爆風とかあんまないとは思うんですけども、別のエネルギーに換算されて周囲の方に行ってしまうので、地震波としてのエネルギーっていうのはもっと小さくなっちゃうんです。なので、さっきの通り、この規模をそのまま核弾頭を万が一ですよ、埋めてやったところでですね、この規模の地震を起こすっていうのはね、無理。じゃあ7クラスでも起こせるんですかって、無理でしょうね。さっきのような超巨大なやつをですね、十数キロまで埋める、その技術もないですからね。こんなもんですからね、その12キロ開けられた穴だって。なので、実際は無理です。なので、人工地震とかっていう話が万が一出た場合はですね、全部信じない方がいいと思います。ありますよ、さっき言った通り、トラックが近所を走ればですね、地面が揺れる。あとは鉱山の葉っぱとかね、そういった人為的な地震っていうのはもちろんあるんですけども、大きな地震を起こすっていうところはね、まず無理だというふうには、思います。ですのでね、ごめんなさいね、もう言い切っちゃっててすいませんけれどもね、信じない方がいいと私は思います。はい。他はもうね、いろいろ皆さんもね、思うところはあるかもしれませんけれども、考えにくいんじゃないかなとは思います。はい、そうですね。そうです。デマっていうのはね、基本的にやっぱね、その地震の時にはね、やっぱ一番私もね、ちょっと正直許せない点もありますよね。熊本地震の時ですかね、ライオンがなんか動物園から逃げたみたいなね、SNS に上がってたとかって言いますけれども、いやいやいや、ああいうね、能登の時もそうですよね、偽のこの、救助要請をしたとかね、ああいったものはね、もう本当にもうやめていただきたい。もう絶対にやめていただきたいと。そこはもうね、これは100%私は言い切ります。はい。ということでですね、そうですよね。本当にもういろいろ大変な世の中になりましたねっていう感じはしますけれども、今言った話でね、人間の、人知浅きを知るですよね。私は本当に地震とか津波でいつも思うんですよね。人の技術どれだけ集めてもね、そのエネルギーにも及ばないですし、この後もう一個出てきますけどもね、予知っていう点でも非常に苦戦を強いられる。よく言うんですね、私ね、10キロ下のことはわからないんですね。地球内部10キロの下のことはわからない。でも100億光年先は見えるんですよね、望遠鏡でね。それに比べてその10キロ下のことがわからないっていうのはね、やっぱ地面の中っていうのはね、本当に予測立てる上ではね、非常に難しい。まさに人知浅きを知るというのは私はいつも思っているところでございます。はい、ということで、そうですね、ちょっとね、すいませんね、この人工地震とかの話、デマの話で、ちょっといろいろ皆さんコメントをいただいている状況なんですけれども、0時過ぎちゃってますね。ちょっと次、行きましょうか。次も、これまたね、いろいろ、議論というか、信じる信じないはあなた次第ですみたいな話もあるのかもわからないですけども、予知はどこまで可能。結論から言うと、今の技術で
いわゆる地震予知。これはね、なんだ、南海トラフ地震は30年以内に 80% の確率でっていうふうにされてますけども、そういう長めのやつ、確率論的予測っていうやつではない話です。ここはね、決定論的予測、予知っていうふうにされるもので、3つ要素がいるやつです。いつ、どこで、どれぐらいの規模の地震が起きるのか。この3つの要素を、満たしている、満たす地震予知ができるのかどうかとこういうものになります。でこれでいくと、どこまで可能かってなってるんですけどもね、実際可能ではないですね。今の技術は不可能でございます。もうそれはもうね、皆さんも本当にお分かりいただけるところがあるんじゃないかなと思いますけども、2011年のね、マグニチュード 9.0 東北地方太平洋沖地震、あれはもう突発でしたね。何ら事前の周知、なかったです。突然やってきた超巨大地震でした。1995年の阪神・淡路大震災も突然来たということになります。そのように、この、ね、平成の30年の間でも2回の大震災が起きているんですけども、1個も当たっていないんです。でもちろん令和に入ってからも大きな地震、相次いで、起きておりますけれども、去年の能登半島地震も、あれは別に誰一人事前に注意喚起はしてなかったというふうに私は思っております。ということで、この21世紀も4分の1を終わろうとしているところでもってもですね、地震って1回も予知できてないんです。で、地震予知のちょっとね、歴史の話も、歴史っていうのもそんな長くないんですけども、歴史の話からちょっとすると、これはね、昔、60年ぐらい前までは結構ね、明るい未来が描かれていたんです。これは国の、見通しですよ。国の見通しの中でも比較的に明るい未来だったんです。元はね、この辺りから始まってるんですよね。そうですね、ちょっと、絵を描きますか。元はね、この辺りからなんです。1960年代半ばぐらいからなんですよね。1964年に新潟地震というのがありました。マグニチュードが 7.5。これ大変大きな被害だったんです。新潟ですと、信濃川河口の岩盤の弱いところでですね、アパートが横倒しになったり、石油タンクが大爆発を起こしたり、大変大きな被害が出た、地震だったんですけども、この地震の時、これはもちろん予知はできてないですよ。事前に予知はできてなかったんですけども、事前にあったね、地殻変動っていうのが捉えられました。それは後になって分かったんですけど、何が起きたかというと、この新潟震源付近で、何年か前からですね、岩盤がね、周辺でこう隆起していったんです。徐々に徐々に伸びて、上がっていった。で、もうどんどん上がっていったんですけども、地震のごく直前に、ちょっと下がったんです。上がっていった岩盤がちょっと下がった。もうこれはもう人間が感じるようなレベルじゃないですよ。ものすごくごくごく微量の変化なんですけども、ちょっと下がったんです。で、その後、ドンと来たと。で、それがね、何箇所かで同じような変化がね、観測されていたんです。待てよと。ということは、地震の直前っていうのは、ものすごく精密に測れば、地殻変動っていうのを捉えられるんじゃないかなっていうところが、この新潟地震の時に、新潟地震の後に、言われるようになったんですよね。で、その後、国の方もですね、1960年代の後半あたりから70年代にかけては、地震予知に関して結構ね、本腰を入れるようになりました。で、その間、1975年のことなんですけども、これ中国です。中国の、海上地震ってなんですね。海に城って書きます。海に城と書いて海上地震。遼寧省ですね、これ確かね。中国の遼寧省で起きた、これも 7.5 の地震だったんですけども、これがね、中国は、これが予知に成功したというふうにされております。実際は1000人以上の方が亡くなるっていうようなね、大きな被害地震だったんですけども、もしこれね、事前に当局が危ないから逃げろっつってで皆さん避難したんです。避難の結果、かなりの人命が
を救うことができたんじゃないかなというふうにされているんですよね。この海上地震。で、これが75年に起きました。で、その翌年、1976年。これは、今でこそあんま言わなくなりましたけどもね、東海地震。静岡県の沖合駿河トラフが引き起こす東海地震説というのはね、1976年に、言われるようになったんですね。マグニチュード8クラスの地震です。それが起きれば、東日本中心に大変大きな被害が起きるっていうふうな東海地震説が出たのが1976年。で、この辺りから地震予知、もしかしたらうまくいくかもと。で、実際にできた事例が中国でもあったと。で、東海地震説も出てきたということで、国も本腰を入れてですね、観測機器の整備だとか、あとはその地震予知研究っていうのがね、なされた。法律も作られましたね。1978年には大規模地震対策特別措置法というような、地震、法律が、作られまして、地震のそのいよいよ迫ってきたと警戒宣言を内閣総理大臣が出して、その時の対応っていうのはこうしてみたいなのが定められた法律っていうのが78年に来たんです。この60年代後半から70年代にかけてはそういった、実際の事例だったり、あとは研究が進んだり観測施設が整ったり法律の整備まで行われた、結構ですね力入れてやってた時代だったんですよね。で、この1970年代にかけてはそうやって明るい未来がこう描けていたんですけれども、実際80年代1980年代も、気象庁もより観測設備を整えたり、あとはそうですね、システムですね、コンピューター技術もだいぶ80年代になると発達し始めて、そういったシステムの更新とかもやって、結構ね、力入れてたんですけども、砕いたのがですね、1995年のやっぱ阪神・淡路大震災。あれだけの規模の地震が起きて、もう甚大な被害が出たと。そうですね、6437人の死者ですから、伊勢湾台風を上回るような、戦後最大の自然災害になったわけなんですけども、あれを境にやっぱり地震予知っていうのはちょっと難しいんじゃないのっていう空気が、ね、出始めたんです。で、そこから舵切って何をやり始めたかっていうと、わからないところをまず明らかにしようということで、活断層調査っていうのがね、1995年を境に、大変こう日本列島、進みました。そういった方面にかなりね、シフトしていったんですね。で、ましてや2011年の東日本大震災を引き起こした東北地方大北地震。地球規模で見てもですね、めったに起きない地震でさえ何らの予兆も捉えることができなかったということで、もうね、この東海地震説っていうのが1976年にあった後、これ静岡県の方などはもう毎年避難訓練などもね、されたと思うんですけども、国もやってましたよ。9月1日になるとね、防災の日はやっぱ東海地震を想定して、いろいろ訓練などもしていたんですけども、その東日本大震災の後、もう東海地震っていうそのものも、言葉としてはもう使われなくなりました。全部ひっくるめて今南海トラフ地震っていうんですね。東海地震は消えてたと。で、あと予知っていう点でも、もうこの2011年を境にしてもう急速に絞りましたね。それまではあれですよ、何だったかな、2010年代半ばぐらいまでは、気象庁も、これは東海地震に関連してたんですけども、東海予知っていう情報を出してたんです。我々もよくは来てましたよ。気象会社にも試験伝聞来てましたね、気象庁から。東海予知っていうやつ。で、それ何かというと、今後2、3日以内にマグニチュード8クラスの地震が起きる可能性が高くなったっていう気象庁でそういう伝聞を出したんですね。で、実際に危ないぞってなった時はそういう伝聞を出す。で、訓練伝聞が我々の方にも来てましたけども、それがね、2010年代半ばにはもうなくなってしまいました。予知という言葉はもう使われなくなりました。ということで、昔は結構明るい未来だったのが、ここ30年ぐらいで急速にしぼんだっていうのが、現状ということになります。で、どこまで可能ですかって言われると、そのね、さっきのこの成功した事例ってお話ししましたよね。この1975年の海上地震というのが中国であったんですけども、2月4日ですね、マグニチュード7.、ごめんなさい、7.3ですね。7.3、海上地震。
っていうのがあったんですけども、これなんで予知できたんですかと。これは、いろいろ前兆はね、確かにあったんです。一番顕著だったのがやっぱね、その前から地震がね、立て続けに起きてたんですよね。全身活動が活発だった。あとはね、動物の異常行動などが見られた。交換現象っていうんですね。交換異常現象っていうんですけども、動物の異常行動が見られた。で、地下水の水位が変わったとかね、その周辺の地殻変動を思わせる、そういった前兆があるなどしてですね、総合的に考えると、これやっぱり近いんじゃないかなっていうふうに判断をされて、事前の避難行動につなげることができたということになります。ただね、結構この前進がね、あったっていうのがね、大きいんじゃないかなと思います。能登の地震もそうでしたね。能登の地震も、去年1月1日の 7.6 の地震の前、2年ぐらいにわたって、ずっと、2年じゃないですね、3年ぐらいにわたってずっと地震続いてましたね。2021年の1月から体に感じる地震が3年間ずっと起きてたんですけども、非常に前進活動は活発だったと。ただ、能登の時も、まだ大きなものが来るかもみたいな、ごめんなさい、まだこの後も続くかもみたいな話はね、ずっとされてたんですけども、あんな 7.6 の地震が来るっていうのはね、これも誰も予測できなかった。ただ、この中国の場合は、この前進活動で、いよいよ活発になってきたぞと。これはやっぱり危ないんじゃないかと。で、なんか変なこの周辺で現象も出ているなということで、避難につながったということになるんですけども、実際ね、これ一例だけです。中国なんでしぼんだかっていうと、これはね、正直定かなところは私も正直わかんないですけども、翌年の7月にですね、今度北京の近くで起きたんですよ。単山地震っていうんですね。東山地震。これは凄まじかったですね。マグニチュード 7.8。これ予知できなかったんです。これ翌年です。しかもこれ死者24万人なんですよね。20世紀の地球規模で起きた地震の中でも最大級の被害、最大の被害と言っていいと思いますね。それがね、翌年起きちゃいました。予知ってできないんじゃないかなっていうところにやっぱね、なっていったんですよね。で、この、一例だけは、確かにこれね、昔の方にはね、必ず書かれているような、地震なんですけども、今、全然耳にすることもないですよね。特別な事例だというふうに見た方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、もっと大きな地震が中国でもやっぱね、この翌年でさえ予知できなかったということで、結構70年代ぐらいまでは結構ね、バラ色の未来が描けていたのが、今はもう完全にしぼんでいるということになります。で、ここで、そうだ。また私ちょっと一人でまた喋ってしまいました。すいません。いやだからね、中国って地震多いんですよ。最近だとね、2008年に四川省の大地震ありましたよね。死者が8万人、ぐらい出た、2008年5月の四川大地震っていうのも、あれも結局予知できてないですよね。マグニチュード8ぐらいだったんですけども、そういったところもね、あります。でね、そう、動物の異常行動は、確かにね、これ昔から言われてるんですよ。昔っつってもですね、そんな極端に古いものではないんですけど、ものすごく顕著だったのが1978年1月に伊豆大島近海の地震というのがありましてね、マグニチュード 7.0。で、この地震の前には結構このミミズが地面の中からこう出てきたとか、ミミズはね、確かこの海上地震の時もあったと思うんですけども、何かを検知してミミズが出てくるとか、昔だったらね、ネズミが家から一匹もいなくなる。その家地震によって倒れるからを予知してるのかどうかわかんないですけども、地震前にネズミが全然いなくなるとか、そういうふうなね、異常行動っていうのは、言われることが、ありました。で、実際に後から見ればわかるんですけども、じゃあそれをですね、事前に把握する、これ地震だっていうふうに、ちゃんと根拠を持って見るっていうのはね、かなり厳しいでしょうね。やっぱ調査もね、ちゃんとしないと、じゃあそのミミズが出てくるのが、トータルで何十事例あって、そのうち何パーセントが実際に地震が起きてる。そういうぐらいのね、ものがないと、やっぱり弱いですよね。雨降った後、
ミミズいっぱい死んでますもんね。だからやっぱりそういうのを考えると、なかなかね、この交換異常現象の中の動物行動っていうのも、なかなかやっぱりね、当てにしにくい世界があるのではないかというふうに思います。ということでね、予知ってのはなかなか難しい。で、あれですよね、一昨日もありましたね、4月26日、首都直下型地震が、起きるっていう話もあって、結構、私ね、こんなことやるんだと思ったんですよ。初めてじゃないかなって思うんですけども、内閣府がね、国が公式に否定しましたよね。X ですかね、SNS で流してましたよね。そんな余地無理ですって。でも地震っていうのはいつ起きるかも分かりませんからっていう、常に対策をみたいな形で否定したんですよね、その一昨日の地震。あれは私初めてだったんじゃないかなと個人的には思ってるんですけども、やっぱね、そうなんです。何月何日に、どこで、どれぐらいの地震が起きる、そういった要素を兼ね備えた情報っていうのはね、今無理なんですね。どこまで可能、無理なんです。なので、今はもう SNS 発達していますからね、そういったものが簡単に流れてくるかもしれませんけれども、これはね、それそのものはね、信じない、でください。拡散などもむしろやめていただいた方がいいです。で、ただね、ああいったトリガーにして、ちょっと身の回りのものをちょっと点検してみるみたいなね、そういったものにしていただくぐらいでとどめた方がいいと思います。鵜呑みにしてですね、どこどこに旅行行くのはやめようみたいなね、そんなことはね、やらない方がいいと思います。で、その地震予知の、絡みでもね、ちょっとね、昔の話があって、これそうだわ。私ね、こんな重いもん今日なんで持ってきたかっていうと、これ昔のね、新聞の縮刷版なんです。これたまたま家にあったんですけど、これ1983年の9月のやつなんですよね。なんでお前こんなの持ってんだっていう話なんですけど、俺、83年9月でね、ちょっと大きな台風被害があったんで、どんなものだったんだろうなということで、昔、これ学生の時にね、買ったやつなんですけど、そのね、83年9月に、あったと思ったのがあって、これはね、私なんで覚えてんだろうな。多分ね、小学校5年の時なんですけど、学校で話題になってたんです、これすごい。世の中。テレビとかでもね、すごいやってたんですよ。覚えてる方いらっしゃいますかね。富士山大爆発っていうのがね、この83年9月の10日から15日の間に起きるということで、すごいね、当時、大騒ぎだったんです。で、結果、もう、自明ですよね、そんなことね。83年の9月に富士山なんて噴火しませんでしたと。いうことで、この大爆発の説を唱えた人、記事になってるんですけどね、幻の富士山大爆発告発へ、デマ観光に立て、著者、これ〇〇氏にしときますけれども、に怒り爆発っていう富士吉田氏の、コメントがこの記事になってるんですけども、この人多分ね、その後訴えられたような気がします、確か。ちょっとそこは定かではないんですけども、ただこの83年9月のね、富士山大爆発説っていうのはね、凄まじかったですよね、これね。これ覚えてる方いらっしゃいます？今から42年前なんですけど、私小学校5年でね、覚えてるんですよ。そう、本出てたんですよね。そう。この、〇〇さんが、書かれた本で、これね、でもね、記事読むとね、ってなっちゃうんですけど、その著書の中に書いてある、理由が、最近の富士火山帯の活発化、これはわかるんですよ。この83年って実際にこの、三宅島の雄山が、ね、噴火、したんですね。この10月、この後です。10月に噴火したり、80年には伊豆沖の、大きな地震、ごめんなさい、伊豆半島沖の大きな地震が起きたり、78年はさっきの伊豆大島近海の地震があったり、さらに後ですから86年に伊豆大島の噴火があったりっていう感じで、この、富士火山帯の活発化っていうのが最近出ているっていうのが根拠の一つでいいんですけど、もう一個書いてるのが水星、惑星ですよ。水星から土星までがほぼ一直線に並んだ、この去年春82年の惑星直列の影響と書いてあるんですよね。それが著書に書いてある富士山大爆発の、原因の、一つっていうふうになってたらしいんですけど、私もその本読んでないので分かんないんですけど、
まあ高等無形ですよね。惑星直列ってのはあれですよ、この大体90度ぐらいの角度に入ってくるぐらいで全部一直線に並ぶっていうことではなかったですからね、この当時の惑星直列40何年前のやつって。でもそんなものがね理由になってるんですよ、この本。すごい売れたらしいですね、ベストセラーになって。で世の中も大騒ぎになって、富士山の近くの観光業が大変大きな影響を受けた風評被害ですよね。まあ、そういったものが実際に40年以上前にはあったんですけど、まあ、そうですね、訴えられる世界ですよね。当時 SNS なんてない時代ですから、もちろんね、40何年前の携帯さえない時代ですので、これやっぱね、拡散っていうのは、本があればやっぱテレビの世界ですね。テレビ、ラジオの世界で拡散していって、最後大騒ぎになっちゃったと。で、結局何にも起きなかったと。被害が起きたのは結局周りの人というようなね、状態だったので、これはちょっとね思い出したんです、この余地の話するときに。なのでやっぱりね、信じない方がこれもいいと思いますね。せいぜいあれです、さっき言った通り、そういうのをもし見聞きしたときに、ちょっとじゃあ最低限でもしとこうかなぐらいで買い占めに走るとかね、旅行を控えるとかね、そんな話はねやめた方がいいと思います。そうですよ、テレビがね結局デマを流したっていうのがね、その1983年の、お話だったということになりますね。はい、そうなんです。そうですよね。いっぱい占いとかね、そういった世界はありますけれども、こと地震に関してはね、あんまり結びつけない方が、いいかというふうには思います。はい。テレビ信じテレビ信じちゃダメとか、そういう話は言わないですよ。そういう話ではなくて、ちゃんと公的な機関ですよね、まずね。見るべきは。SNS にしろ、テレビにしろ、ラジオにしろ、公的な機関からの情報をしっかりと入手して、解釈する。そういったところがね、重要になるかというふうには思います。はい、メディアを信じないとかそういう話ではないかと思います。はい、そうですね。皆さんやっぱりちょっとね、この辺のお話になると結構盛り上がりますね。はい。はい。ということで、吉田花さんその辺にしときましょうか。じゃあ最後の項目になるんですけれども、あの地震は何が原因だったのか、これあんまりね難しい話ではないです。過去の地震と、さっきのこれももうすでにだいぶ話はしてしまった感があるんですけど、どういったタイプの地震だったんですかっていうところでして、これはね比較的、簡単に、いきたいというふうには思いますが、そうですね、さっきの正断逆断、横ずれ、この辺りの地震の、断層タイプということになりますね。これもまさにさっきもだいぶ話しましたね。この1933年のね、昭和三陸地震とか、逆断だと、2011年の東北地方太平洋沖地震、あといっぱいありますよね。だからさっきの1960年の新潟でしょ。1952年の十勝沖、1968年十勝沖、73年の根室半島沖とかね、これ津波ですよ。全部これ津波引き起こしてます。大きな揺れ被害も出ました。83年の日本海中部、93年の北海道南西沖も逆断ですね。あとは、最近はね、海の沖合で起きた大きな地震っていうのは、やっぱり2011年の東北地方太平洋沖地震と能登半島地震ぐらいで、でも、あれですね、2022年の福島の7.4の地震とかね、これも、沖合で起きたような地震でしたし、やっぱね、逆断層タイプってね、めちゃくちゃ多いですね。過去から大きな地震、いくらでも起きてますね。横ずれの大きな地震は、あんまりないですね。タイプとしては、日本でも起きるタイプですけれども、
大きな被害地震事例っていうのはあんまりないですね。たださっきの通りね、アメリカ西海岸だと、このタイプの大きな地震っていうのはね、過去いくらでも起きてますね。そうですね、サンフランシスコ、カリフォルニア周りは大体横ずれ断層。で、突き上げ断層、今後予想されるものはさっきお話した南海トラフ巨大地震。逆断層の一種ですので、岩盤が上下方向にずれるということで、津波を引き起こすタイプということになります。正断層は、そうですね、大きな地震は少ないんですけれども、正断タイプだと、あれですね、東北地方太平洋沖地震の後、3月11日に地震が起きて、これちょっとね、震源のマップをまたちょっと流用しますけど、これもね、未だに起きているんですが、これ福島県です。この辺り、福島から茨城にかけて、ちょっとこの辺りですね、地震集中してますよね。これ311の後、2011年の4月にマグニチュード7の地震が起きたんです。いわきで。で、その後、茨城でも、地震が多発しましたね。13年の、13年にはね、年末に震度6弱の地震が起きたりしましたね。これ何かというと、これね、正断層タイプの地震なんです。ここで起きている地震。これ今でも起きてるんですけども、正断層タイプの地震なんですけども、これね、従来はこのエリアって、このタイプの地震起きなかったんです。で、2011年を境に起きたんです。起きているんです。なんでかというと、これは推定にもなってくるんですが、これ沖合の方から、ここがプレート境界なんですね。失礼。プレート境界で、太平洋プレートが陸のプレートに沈み込んでいるエリアです。ということで、ここはね、押し合ってるので、ほとんどはね、逆断層タイプの地震が、これ今でも起きている場所なんです。ただ、2011年の、東北地方太平洋沖地震、岩盤茨城県沖まで壊れました。で、逆断層タイプで起きたんですけども、その後、押し付けられて、ガッとエネルギーがね、一気に解放されたんですよね。で、解放されたことで、実はね、東北地方の岩盤って最大で5メートルぐらい沖の方にずれたんです。東の方にずれたんですよ。引っ張られたというか、ここに溜まってたエネルギーが解放されたもの、されちゃったもんだからですね、伸びちゃったんです。解放されたものがと元に戻ったというか、その結果、この東北の内陸部は今度引っ張られる力になっちゃったんですよ。これまでずっと長い期間にわたって押さえつけられてたやつが、エネルギーが解放されたことによって、今度はね、引っ張られる位置になってしまいまして、今はその正断層タイプっていうのが、福島のいわきから茨城県北部では多発しているということになります。このように周りで大きな地震が起きた時などは、その周辺のこの応力って言いますね。その岩盤のこの力のかかり、応力って言うんですけども、それがね、変わってしまうことによって、地震の起きるタイプが変化するような、そういった事例が見られたということになります。ですので、さっきのこのいくつもある、断層タイプがね、ありますけれども、これも未来永劫同じようなタイプがその場所でずっと起きやすいかっていうと、何らかのきっかけによって違うタイプの地震に変化をする可能性もあるということを示しています。ただこれは地上にいる我々にとっては正断層だろうが逆断層だろうが横ずれ断層だろうが結局はね地震であることには変わりありませんので、震源近ければ大変大きな揺れに見舞われるということになります。海の底で起きれば正断逆断層は津波が怖いと、そのあたりをね、片隅にも置いといていただければというふうに思います。はい。ということで、そうなんですね。これ、一応、5項目お話は、そうです。無駄話しているとは、申しません。はい。大丈夫でございます。はい。一応5項目はね、これで、終わりということになるんですけども、そうですね。他なんか、0時40分、皆さん明日お休みなんですかね。会社ある方、
など、無理はなさらないように、お仕事ある方は無理はなさらないようにしていただきたいというふうに思います。南海トラフ臨時情報が出た去年の8月のやつですかね。そうですね。南海トラフ地震の臨時情報っていうのが、その昔、東海地震観測情報とか、東海地震予知情報とか言われてたやつが、今、南海トラフで全部ひっくるめて、今、一番直近ですと、その南海トラフ地震、臨時情報、注意情報と、警戒情報ですね。その2つになっております。2019年から、運用が始まっておりまして、去年の8月に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が起きたときに、初めて南海トラフ地震注意情報というのが発表されました。これただね、これ別に予知情報じゃないんです。予知っていうのはさっきもお話した通り、いつどこでどれぐらいの地震が起きるのか、ここまでね、言わないとダメ。マグニチュード5クラスの地震が明日日本のどこかで起きますって何の役にも立ちませんね。マグニチュード5クラスの地震なんてのは日本列島だと1年に百数十回起きてますからね。3日に1回ぐらいは平均すると起きている。2、3日に1回ぐらいは起きているようなものですので、そんな情報はね、何の役にも立たないんですけども、南海トラフ地震注意情報っていうのは、これは予知ではございません。なんでかというと、これもね、基本的なところがあって、あくまでもね、もう自動で出てくるんです。ごめんなさい。この絵じゃなくて、ちょっと別の絵でいきたいと思います。すいません。そもそも南海トラフ地震って何ですかっていうと、これ南海トラフです。駿河湾、静岡県の駿河湾の沖合から、駿河湾から、四国沖、九州沖にかけて伸びる、プレート境界です。トラフっていうのは、海溝ですね、海の溝になりきっていない、もうちょっと浅い、海のこのちょっと深くなっているところがいますね。海盆、海の盆、お盆ですね。というような表現を使ったりするんですけども、このプレート境界には違いありません。でここを境目にして、こういったエリアの岩盤が破壊されて起きるのが南海トラフ巨大地震というふうになります。で、この、想定震源域というのが、ね、あるんですけども、その中でマグニチュード、これはね、モーメントマグニチュードです。モーメントマグニチュードで7以上の地震が起きたときに、南海トラフ地震注意情報というのが出るんですね。で、8以上の地震が起きたときに、南海トラフ地震の警戒情報というのが、発表されます。で、これこれが 7以上ですね。で、これが8以上、8.0 以上。こうか。で、これも決め事なんです。で去年の場合は日向灘っていうこの南海トラフ地震のこの想定震源域の一番西の端で 7.1 の地震が起きたので、もう自動的に注意情報が発表されました。1週間ぐらいは普段よりもこの大きな地震が起きる確率が高くなっています。ということで、発表されました。で警戒情報は 8.0 以上の地震が起きたときに発表されるんですけども、そもそも 8.0 の地震っていう大地震、巨大地震なんですね。もうそれって南海地震じゃないんですか、南海トラフ地震じゃないですかってことになるんですけども、これはね、これは1944年の事例に基づいています。44年と46年。もっと言うとね、1854年の事例にもつながりますね。この2つの事例は2回起きたんです。南海トラフ地震が。で1944年、昭和の南海地震の場合は44年12月に起きた後、46年12月に起きた。ともにマグニチュード8ぐらいです。で、1854年は最初東海沖で 8.4 の地震が起きて、32時間後に南海沖で 8.4 の地震が起きた。32時間の間を置いて起きたんですよね。こうやって8ぐらいの地震が最初起きた後、その後続発する南海地震っていうのはね、過去からそういった起き方をしているパターンもあるので、8以上の地震が起きた時は、それが本震で終わりじゃなくて、あくまでもその後まだ続くかもしれませんよということで警戒情報を発表すると。8の地震が起きるっていう時点でもう結構な被害出てると思いますけれども、まだその後も続くかもしれませんという意味の警戒情報になります。注意情報と警戒情報で、警戒情報の方がなんかこうランク上な気がしますよね。
赤いですよね、警戒。注意は黄色いですよね。なので、警戒の方がより危ないのかなっていうふうには思うんですけども、実際は続発する地震があるかもしれませんっていう点ではね、一緒なんです。なんだったらこの注意情報の方は、もし本当に危ない状況になった時にですよ、最初7の地震が起きた後、本当の8クラス、あるいは9クラスとも言われてますね。南海地震が来るかもしれませんので、注意情報だからといってレベルが低いわけではないんです。ただ、このさっきの通り、本当に危なくなってるのかどうかっていうのは考慮にはしておりません。あくまでも、もう基準を切ってるだけです。7以上の地震が起きれば自動的に注意情報、8以上の地震が起きれば自動的に警戒情報を出すという決まりでやっていますので、去年の8月に初めて注意情報発表されましたけれども、これは危ないという、そんなにこの過度に心配される必要は、ないかなというふうに思います。本当にね、危ない時は、これは私の感覚ですよ。去年の日向灘っていうこの震源域の西の端でした。日向灘までこの南海トラフの地震で岩盤が壊れた事例っていうのはね、1707年の宝永地震とかがそれになるんじゃないかなというふうにはまあ言われてはいますけれども、あんまりないんです。かなりね、西の端で相当安全側に見たときに日向灘まで含める。ただね、実際に怖いのは、前震になった時に怖いのがあって、もうまさに、ね、この辺りですよね。過去から何回も起きている、この紀伊半島沖、四国沖も、そうですね、この辺も確かに怖いですよね。この辺で7クラスの地震が起きた時は、その後、大きな地震が起きてもおかしくはないかとは思います。なんで7クラスの地震が起きた後に巨大地震がつながって起きてくるのかっていうことなんですけども、これもね、そうですね、実際昔ね、この予知のところとかでもそういう現象があるんじゃないかみたいな話があったんですけども、これね、地震の仕組みの話のところでできたりなんですけど、陸のプレートと海のプレートがぶつかり合ってますと。で、海のプレートが沈み込んでいくにあたって、ここに歪みが固まってバリッと壊れると大きな地震が、起きるというふうな、構図になるんですけども、そのぐっと押さえつけてますよね。押さえつけている。で、その中で一番このエネルギーが溜まっている場所、あるいはね、弱い場所、岩盤が弱い場所がちょっとパッとずれます。これがマグニチュード7の地震とします。で、一箇所で歪みがちょっとでも解放されるんですよ。となるとですね、他のところにこう、エネルギーがこう、波及していく、集中していく。で、他ももし限界がギリギリまで来ているんであれば、その7の地震をきっかけに、他もガラガラと岩盤が壊れていく、ずれていくということで巨大地震になるパターンがあるんです。そういったことを、それがね、前震本震パターンですよね。そういったことが起きてもおかしくないという点でいくと、やっぱりね、さっきの日向灘よりは、そうですね、よほどですね、こっちか、この四国沖とか紀伊半島沖の7クラスの地震っていうのはね、結構怖いんじゃないかなと思います。この南海トラフ地震の、過去からの、事例を見ていると、マグニチュード7くらいっていう、その中途半端っていう表現もあるんですけど、大きいんですけど、南海地震から見れば、その中途半端な規模で単発で終わった事例っていうのはね、ないんです。8クラスなんですね。場合によっては9ぐらい、マグニチュード9ぐらいでエネルギーを全部解放してしまうような起き方をしてきているのがこの南海トラフなんです。なので7ぐらいのマグニチュード 7.0 とか 7.23 ぐらいの地震で南海地震が起きましたっていう判断はね、これはね、できないですね。それでは終わらないのが南海地震。必ずその後8クラス9ぐらいの地震が来るっていうふうに考えますと、やっぱりこの7ぐらいの地震がまさに私的にはこの辺で起きた時、この辺もそうですね、この辺で起きた時というのは非常にちょっと怖いかなというふうには思います。日向灘はかなり安全側を見た時に、このね領域に入って想定震源域に入っているというので、去年注意情報に至ったというふうに見ていただければと思います。
そうですね、その311のその2日前に7.3の地震。あれはね、実はあの時は、その7.3の地震が、いわゆるね、本震。それがメインの地震で、後に続くのが余震っていうふうにね、当時は見られてました。それはもう、一般的な普通の見方です。ただ、それが3月9日の2日前の7.3が、実は前震で、その後ちょっとずつね、震源が移動していって、また規模もね、結構大きな地震が相次いだんですよね。で、最終的に311のこの昼過ぎのあの地震につながったと、前震タイプということになります。で、それがあったので、この気象庁も南海トラフの注意地震、南海トラフ地震の注意情報と警戒情報というのをね、設けるようにしたんですよ。実際に地球規模で見たときに、7クラスの後8クラスの地震が来た事例っていうのが、過去100年ぐらいの間で、1437事例中6事例しかないんです。もうごくごくわずかです。その1個が2011年だったんです。東北地方太平洋地震だったんです。ということで、あり得ることはやっぱ想定をしておこう。想定外はもう許されないということになっているので、その1437分の6であっても確率はあると。通常よりも起きうる可能性というのはちょっと上がってますっていうところが去年の8月の情報だったということになります。なので、そうですね。当時もそうでしたけどね、過度に心配する必要はないとは思うんですけど、そのレベルですから確率で言うと。ただ、過去にはこのように大きな地震につながった事例もあったということになりますね。そうですよね。1000年ぐらいデータが蓄積されればね、そうですよね。活断層タイプだとね、もっと長い、年月になっちゃうっていうのはね、あるんですけども、日本のこの地震のその災害の記録っていうのはだいたい1000年ぐらいは残ってます。古文書とかに書かれてるやつとかね、それをもとにこう集めていくと、1000年ぐらいの地震っていうのはもちろん抜け漏れは相当多いですよ。古いければ古いほど、多いんですけども、比較的古い記録は残ってます。で、その1000年の間でプレート境界型地震だと、その南海トラフ地震っていうのはね、もう何回もね、起きてる、繰り返してるということで、結構ね、事例蓄積ができている世界もあります。ただ活断層になってくると、その1000年ぐらいの間の日本の地震のこの災害記録の中で、繰り返し起きたというふうに考えられているのはね、1個じゃないですかね、その記録残ってる点では。丹那断層っていうのがあるんですよ。静岡県のこの伊豆半島のこの北部にある丹那断層、1930年に北伊豆地震というのを起こしましてね、マグニチュードが7.3、死者272人という大きな被害が出たものがあったんですけども、その1930年の北伊豆地震の元になった丹那断層っていうのは、その大体1100年ぐらい前、9世紀に、地震を起こしたんじゃないかなと。で当時その古文書に記録残ってるんですよ、その昔のやつが。どこでどういう被害が出たか。でよく考えると、その丹那断層が1000年ぐらいを置いて、繰り返し起きた地震をまた起こしたというふうに考えられるのが1930年の地震ということになります。でもね、本当それぐらいしかね、活断層地震で1000年間の中で繰り返し起きたっていうような地震はね、ないんです。なのでね、やっぱ活断層レベルになってくると、そうですね、丹那トンネルのそのね、横ずらしたですよね、線路をずらした。今もちょっとね、トンネル曲がってるらしいんですけども、そういった活断層のレベルになってくると、もうね、1000年じゃ効かないですね。万年単位ですよね。それぐらいの繰り返しがないと、ちょっとね、正直、まだね、詳細は見えてこないと、いうことになりますね。そうですね。小規模地震でガス抜きはね、ないんですよね。これはね。やっぱりね、いくらですね、小さな地震が起きても、大きい一個の地震にはね、到底及ばないんですよね。これね、よく、話も、これマグニチュードのお話の時にね、時々するんですけど、
これまたね、お勉強モードで申し訳ないですけど、こんな深夜に。マグニチュードが1違うと、エネルギーが32倍変わってくるっていう話しますね。これマグニチュード5。で、6、7、8、9。で、32倍。1個違うと変わります。で、2違うと1000倍変わります。で、3違うと、3万2000倍ですね。違います。で、4変わると100万倍エネルギーが変わってきますと。これぐらいね、マグニチュード1個の1違うことによる変化っていうのはね、非常に大きいんです。じゃあ、マグニチュード、例えば5の地震。これはさっきの通り、日本列島とその周辺全部入れるとですね、1年間にだいたい百数十回起きてます。ただ、1エリア、例えば東北沖とかね、1エリアに限ってみるともっと少ないです。で、その5クラスの地震が1000個集まって、初めて7の地震になるレベルなんです。ましてや巨大地震。これね、東北沖でもまだ起きる可能性は十分あるんですけども、マグニチュード8になってくると、5の地震を3万2000個集めないとダメなんですね。じゃあその東北沖でですね、マグニチュード5クラスの地震が3万2000回起きる。想像つかないですよね。1年に1回起きたとしてですよ。90年ぐらいかかるんじゃないですかね。3万2000だったら。1年に1回じゃないです。ごめんなさい。毎日起きた時。毎日起きても、毎日マグニチュード5の地震が起きても3万2000日ですから、そうですよね。90年ぐらいっていう計算ですよね。ごめんなさい。合ってますよね。3万6500日が100年なんで。だからそれぐらいですよ。毎日起きても、それぐらいの長期間経たないと、この8にはね、匹敵しない。だから90年もあればですね、岩手沖、三陸沖とか、宮城とかの沖合だったら、もうほっといても8クラスの地震起きてもおかしくないですね。90年も間あれば。ということでですね、このちっちゃな地震いくら集めても大きな地震1個にはね、到底かなわないんです。マグニチュード9なんてまさに極めつけですよね。ですので、小さな地震が、このエネルギー、何回も起きればエネルギーを解放して大きな地震を防げるかっていうと、実質はそうではないということになります。むしろ毎日揺れる方ですよね。精神的な面とかでむしろね、マイナスだと思いますよ。その小さな地震が何回も何回も起きるっていうのは。大きな地震のエネルギーを解放するのにもつながらないですし、群発地震みたいな形で起きればそれ精神的な方に参っちゃいますからね。なかなかね、そういううまくはいかない。ということがね、これがね、もう現実、ということにはなりますね。ということでですね、これね、そうそうそう、3月下旬に発生したミャンマーの地震、断層破壊の長さが400キロだったそうですが、マグニチュード 7.7 でこの長さの破壊はかなり珍しいですか？相当珍しいと思いますね。もし400キロ岩盤が、この活断層がね、こうずれてたとしたら 7.7 で済むのかなっていう方をちょっと考えましたね。あの、地震のエネルギーっていうのはね、マグニチュードっていうのは、正確な求め方としては、岩盤が壊れた範囲。で、岩盤がこう動いた範囲。変異量っていうんですけどね、変異。で、あとはその岩盤の合成率、硬さ。この3つを掛け合わせた、地震モーメントっていうものを元にして、算出する、マグニチュードっていうのが、一番地震のエネルギーを正確に表しているというふうにされます。で、モーメントマグニチュードは USGS はそのミャンマーの地震は 7.7 って発表してるんですね。で、ちなみにね、去年の能登半島地震は、この USGS はモーメントマグニチュード 7.5 ってしてます。0.2 違いますよね。エネルギーでいくと2倍違います。で、ただね、この活断層の長さ、能登の地震はね、150キロだったんです。岩盤が壊れたエリア。で、ミャンマーはね、400キロっていうのが一応USGS 言ってます。USGS 最初はね、200キロって言ったんですね。で、その後260キロにして、で、最後この400キロぐらい。USGS っていうよりは国土地理院が言ってるんですよね、400キロって言ってるのは。で、
去年の能登半島の地震に比べても2倍以上活断層の長さ、岩盤が破壊された長さが長い。モーメントのマグニチュードは2倍なんですけども、岩盤破壊エリアはさらに広い。そのね、ずれた量とかっていうのも関わってくるので、一概には言えないんですけども、400キロ岩盤がずれたってなるとね、もうマグニチュード8ぐらいじゃないと、合わないんじゃないかなっていう気は、します。ただこれはね、本当に、細かいところは、岩盤がずれた範囲とか、合成率っていうね、硬さとか、様々な要因が絡みますので、もしかしたら 7.7 で400キロずれたかもしれないです。ちなみに東北地方太平洋沖地震は、500キロ、南北500キロの岩盤が破壊されました。ただ 9.0 っていうね、桁違いの大きさになったのは、南北方向が500キロなんですけども、東西方向200キロあったんですね。活断層そんなずれないです。やっぱりプレート境界なので、それだけの広大なエリアがずれたということになって、9.0 の地震になったということになります。そうですね。地震全部がね、スロースリップになれば、ぬるぬると沈み込んでいくだけですから、地震としては起きないですよね。一番、地球内部のエネルギーを解放しつつ、体に感じる揺れは出さない。そういったことになるんですけれども、現実は、無理ですよね。ですので、やっぱりね、いつ来てもおかしくはない揺れに備えるということが非常に重要かというふうに思います。なぜ余震は続くんですか。そうですよね。だから余震は結局最初ドンと大きな地震がね起きます。周辺の岩盤が破壊されます。で、あるのがこのガサッと岩盤が破壊されてエネルギーが大きく解放されるんですけども、壊れ残った場合、これバリバリ他のところのエネルギーが解放されたのに、解放されたことで逆に周辺の方にエネルギーが集中してしまう。そういう時に壊れ残ったところがバリバリ壊れていくっていう余震もありますし、やっぱ広域なところが岩盤が破壊されてしまうことで、周辺というか岩盤が破壊された領域でやっぱエネルギーがね一気に解放される。ただそれでもちょっとしたその岩盤のズレがねまだ残ってしまってる、岩盤のズレというかねエネルギーが残ってしまっている時にちょっと小さい地震がまたあちらこちらで起きる、そういったことっていうのがね、あります。大きな地震、巨大地震レベルですと100年ぐらいはね続くんじゃないかなというふうにされます。余震のね式があるんですよ。どれぐらいの地震が最初起きた時にどれぐらいの勢いで余震が減っていくかっていうその公式というか式があるんですけども、それに当てはめていくとね、もう本当に大きな地震、巨大地震、超巨大地震クラスになると1年2年では当然収まらず、もう何十年もかけてようやくかなり減るぐらい。ただもうそこまで経つともともと起きてる地震なのか余震で起きてる地震なのかっていうところがもう分かんないんですよね。ただ気象庁も2011年の東北地方太平洋沖地震に関しては10年経った2021年にもう余震っていう言葉は言わないですと。東北地方太平洋沖地震の余震ということにはせず、もうなんですかね、もう普段から起きている固有の地震の扱いに変えてます。ただそれでも2010年以前よりはまだちょっとだけ活動が活発ですと。今はね、そういったような、くくり方、考え方になっているということになります。はい。あ、おっと。1586年から10年おきに3回ほど7、8の地震が起きました。またそんな地震が起きますか。その3度の地震で一番やばい地震はどれですか。1586年って言ったら天正地震のことをおっしゃってるですかね。96年は有馬高槻のあれですよね、構造線断層の地震ですよね。1596年の大阪の地震、慶長伏見地震と言われてるやつですね。1606年って何でしたっけ。
1606年。1606年じゃない、ごめんなさい。1606年どんな地震だったっけちょっと待ってくださいよ。1606年ってあったかな。すいません、話がちょっとね、頭かっ飛んでるかもわかんないですけども、そうなんですね。確かにね、この16世紀末、慶長年間とか、17世紀の頭にかけてはね、1611年頃にかけてはね、日本列島がまたね、大変地震の多い、タイミングに当たっていたんですよ。その1586年、天正地震というのがありましてね、これはね、震源がまだ分かってないんですよね。岐阜あたりじゃないかな、長野あたりかな、みたいな話があるんですけども、まだ震源がよく分かってない。で、1596年のやつはこれ近畿地方ですね。で、1606年、6年っていうのはないですよね。あ、これか、1605年のやつですかね。慶長地震。南海トラフ地震の一つかもと言われてるやつですね。そうやってこの86年、96年、1605年、立て続けに起きたということにはなるんですけども、それぞれの地震はあんまり直接的な関係、10年離れてますからね、直接的な関係というのは見出せないかとは思うんですけども、今お話ししたやつはね、近畿でしょ、で中部地方でしょ、1586、96で、今度は1605年が南海トラフでしょ。結構ね、今の時期と似てるっちゃ似てるんですよ。1995年阪神・淡路大震災ありましたね。で、去年は能登半島の地震ありましたね。で、南海トラフ地震が起きる数十年ぐらい前から西日本などのね、この内陸部の地震活動がね、活発化するんじゃないかっていう話があります。これはもうその30年前の95年当時にも言われていたんですけども、結構ね、膨大な膨大なこの圧力をフィリピン海プレートがね、西日本にかけるわけです。で、そうなってくると、南海トラフ地震はマグニチュード8クラスですから、そこまでエネルギーがたまらないと大きな地震起きないんですけども、膨大なエネルギーがね、西日本の内陸部にかかる。地下部分で弱いところ、活断層になってますよね。そこの活断層が本体のこの巨大地震の前に何本も割れていく、そういった構図が考えられています。で、その95年の阪神・淡路大震災、兵庫県南部地震があったり、2000年には鳥取西部地震 7.3 でしたね。その後も相次ぎましたね。2005年には福岡県西方沖地震 7.0。で、その他にもね、その2024年、去年の能登半島地震だったり、内陸部での7クラスの地震が相次いでいる。同じような構図が1605年の南海地震の前にもあったことは、否定はできないかなと思います。ちなみにですね、その1596年でいきますと、この慶長伏見地震という近畿の地震もあればね、九州のあたりでも大きな地震が起きたということがありました。短い時間に大きな地震が立て続けに起きたパターンもあれば、南海トラフ地震の前に、この内陸部の大きな地震が相次いで起きるような地震もあると。これはね、前回の1944年、46年の昭和南海地震の前にもあったということになりまして、それでいくと、ありえるんですかということでいくと、ありえますよね。まさに今その時期に当たっているかもしれないということも言えるかというふうに思います。一番やばい地震はどれですかっていうことですけどもね、やっぱね、南海トラフが規模的には一番大きな被害を起こしうる地震です。ただね、慶長伏見地震とかもね、まさにですね、伏見城がそれでね、倒壊したとかね、そういうふうな記録も残っておりまして、かなりですね、大きな被害を及ぼしうる、そういった地震ということになります。はい、そうですよね。そうですよね。あれ、やばい、1時10分になってる。どうしよう。そうですよね。大変長くなりましたけども、これ皆さんでも6600人ご覧になってるんですかね。すいませんね、なんかね、毎回ね。まだいいですよ。いや、そうですよね。
まだまだね、そうなんですよ。なんかお答えしたいなとは思うんですけども、やっぱね、地震の話するとね、やっぱ目覚めますよね、私もね。その、大丈夫ですけど。じゃあ、最後にしましょうか。次を最後に、してみたいと思いますけれども、全然無理は、しておりません。むしろ皆さんの方がですね、もうお布団の中入っていただきまして、もう寝たい時に、寝ていただくと、いうことがね、一番私はいいかなというふうに思いますので、私も一応明日はお休みですからね、はい。もう夕方に起きても大丈夫ということで、はい。ちょっとね、早くなっちゃっておりますけれども、はい。ちょっと待ってくださいよ。おー。はいはいはい。これね、中央構造線のお話をされてますね。中央構造線全区間が動いたら、8の巨大地震が起きるということを聞きましたが、最悪、9クラス、9クラスには、ちょっとこれ隠れちゃってるな。9クラスにはならないのか気になりますか。はいはい。それと、過去の中央構造線でどんな事例があったのか気になりますと。そうですね。じゃあ最後この断層のお話でいきたいというふうに思います。糸静線のこともね、ちょっと書かれてましたけれども、どちらもね、この日本列島の中にあります、有数の大断層と言えるかというふうに思います。活断層マップをちょっと探してみますが、ですね、南海トラフのような大きなものが影響するものもあれば、日本列島活断層の存在も忘れてはならないということで、これね、活断層マップ。主な活断層です。何回かね、この図をお見せしていると思うんですけども、中央構造線断層帯というのはここにありますね。大分県から東は奈良県にかけて伸びる大断層です。400キロぐらいですかね。で糸静線、糸魚川静岡構造線断層帯というのがここに伸びてますね。新潟から長野、静岡にかけて伸びる断層。日本列島の中でも大断層ということになるんですけども、中央構造線にしろですね、この糸魚川静岡構造線にしろですね、いっぺんに全部動いた事例っていうのはね、残ってないですね、記録の中では。何個かのブロックに分かれるんです。で、その何個かのブロックの中で、50キロとか100キロぐらいがずれれば、マグニチュード8くらいの地震が起きるんじゃないか。そんな大体ね、想定になっています。長さ400キロっていうのはさっきのこのミャンマーの地震で破壊された活断層と同じぐらいですよね、中央構造線。だから地球規模で見ればなくはないのかもわかんないですけど、今のところこの中央構造線にしろ糸静線にしろ、日本ではさっきの通りいっぺんに壊れたという事例にはなっておりません。ただやっぱり9クラスになるかというと、活断層ですと、そこまでのもう9クラスの活断層では多分ないと思いますね。東北地方太平洋沖地震は、ちょっとざっくり書きますけども、大体ちょっと大きすぎますね。岩手沖から茨城沖にかけての500キロの岩盤がずれました。これ南北500キロ。東西方向が大体200キロ。でさっきの通り、マグニチュード、地震のエネルギーっていうのは、岩盤の壊れた面積かける、どんだけずれましたか、岩盤がずれましたか、であとは周りの岩盤の硬さ、そこが元になるんですけども、プレート境界型だとね、このレベルです。ざっくり10万平方キロメートル。ただ活断層は横幅があんまりないんですよね。細長いんです。すごい細長い。細長いということがあるので、例えば400キロ、500キロずれても、このレベルに達するっていうことは非常に考えにくい。ただ、長さはあって、細長いとはいえ岩盤がずれますから、マグニチュード、過去の事例ですとね、8ぐらいありえます。1891年のノービ地震。これ内陸活断層でしたけれども、これがマグニチュード 8.0。これがね、今日本の記録に残る中では最大の内陸型の地震ではないかというふうにされています。
これが8.0ですね。この中央構造線断層帯にしろ糸静線にしろやっぱね区間の中でも100キロ単位で動けばマグニチュード8ぐらいの地震は起きうるエネルギーが秘めているかというふうに思います。特にねこの糸静線でいくと長野県内がねそういった想定が多いですね。呉服寺断層とかっていうね中部あたりにあるやつなんですけども、そのレベルになってくると、8ぐらいの可能性もあると。中央構造線断層帯はねそうですねこの辺かこの豊予海峡のあたり、大分から愛媛のあたりこの辺りが動けば確かねマグニチュード8近い地震が想定されていたんじゃないかなと思います。ですのでいっぺんにずれて9という感じではないと。ただ一部分でもずれればやっぱり7クラス後半とかね、場所によっては8クラスとかね、そういったものは起きうるということが言えます。地球規模で見ても内陸部で一番大きかったとはねこれはちょっと観測がしっかり始まる以前とかになってくるんですがいつだったっけな1800ね50年だったと思うんですけど50年代かなアッサム地震とかありましたねインドです。あれがね内陸地震としてはね極端に大きかった地震があったんですよね。違うわ50年代じゃないですね。これだ1897年9月これじゃないなこれはフィリピンだ。アッサム地震っていうのがありましてそれがねマグニチュード 8.6 とか7っていうふうにされてるんですよ。内陸部で起きる地震としては、地球規模で見ても最大クラスの地震、だったんですけども、それぐらいがおそらくねマックスになるんじゃないかな内陸部の地震としてはですね。過去の事例を紐解くとマックスになるんじゃないかなと思います。あれどこ行ったっけなアッサム地震かなり大きな内陸地震だったんですけども話がだいぶ頭の中が整理しきれなくなってきてるかもわからないんですけどもあれないなごめんなさいこんなことで時間取ってるからじゃない。でもそうなんですよねアッサム地震っていうのがありましてねそれが相当規模が大きいマグニチュードさっきの通り 8.6 とか7ぐらいと言われてましてせいぜいそれぐらいになるんじゃないかなというふうには思います。でごめんなさいねごめんなさい1950年だ失礼いたしました。1950年ですね。それがやっぱ強烈な地震規模だったと。それがやっぱマグニチュード 8.67 ぐらいです。すいません、100年ずれてました。で、活断層クラスだとやっぱね、そのレベルで、アッサムのあたりとかだと、それプレート境界なんですよね、もうそもそもね。インドっていうのは、ヒマラヤ山脈ができている通り、このインドが、このインドあたりがですね、北の方に進んで、ユーラシアプレートにぶつかってて、どんどん押し合ってる中で、盛り上がってきてるんですよ。どっちかが沈み込むんじゃないですよね、このユーラシアプレートもインドプレートもどっちも陸のプレートなので、重さが大体一緒ぐらい。太平洋プレートは玄武岩質っていうお話しましたけれども重いので沈み込んでいくんですよ日本の下に。ただインドとユーラシアプレートはぶつかっているだけで上の方に盛り上がってるんですよね沈み込まない。ということでヒマラヤ山脈っていうのはあれプレート運動の結果できているんですけどもあの辺はやっぱりね地震多いですよね。そのアッサム地震1950年もあれば違いますね2015年10年前のねネパール地震などもありましたね。死者9000人非常に大きな被害出たような事例あったりしましてあの辺りもね地震活動が活発だということが言えます。はい、ということでですねその中央構造線のお話をちょっと最後にさせていただきました。大丈夫でございましょうか。そうですよ。明日の朝のキャスターさんがもうすぐ出てくるんじゃないかっていうぐらいの時間まで来てしまいましたけれども、
はい。じゃあですね、いや、今日は私買います。はい。ということでですね、23時からやっておりました。2時間ぐらい長くね、6500人の方今お付き合いいただいておりますが、深夜までどうもありがとうございました。また、こういった機会をね、改めて、設けていければなというふうに考えております。では、この時間は以上とさせていただきます。ありがとうございました。